チャンネル登録、高評価、メンバーシップへの加入よろしくお願いいたします。永遠なる虚無よ、囚われし者の声を聞き届けたまえ。この永劫の孤独を断ち切る呪いを我に与えたまえ。死によって禁じられし栄唱に耳を傾けたまえ。我が魂と異なりし者よ、我が体を動かすがいい。我が魂と異なりし者よ、我が精神を犯すがいい。この苦しみの先を見通す眼を我に授けよ。我が誇り、我が悲しみ、我が鎖よ、力と英知と復讐に変えるため、我が魂と異なりし者よ、我が魔法を犯すがいい。我が魂と異なりし者よ、我が意志となれ。はい。皆様、こんばんは、こんばんは、こんばんは。聞こえておりますでしょうか。どうもこんばんは、カラスマ100です。本日も来ていただいてありがとうございます。本日は占い渋いと読む追放魔女のタロット SF ザ・コズミックホイールシスターフット第4回ということで、追放された魔女を操作し独自の占いタロットデッキをデザインして物語を進めるアドベンチャーゲームザ・コズミックホイールシスターフットを初見実況プレイしたいと思います。本配信は乙女座放送局の音花風花さんとコラボ配信になります。よろしくお願いいたします。はい、スカーレット・クロワーズピンクの方、人権派占い師系魔法少女ですね。はい、今自分の肩書きを忘れました。音花風花でございます。どうぞこんばんもよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。そしてちょっと先に言っておきたいんですけど、スーパーチャットありくれたしょうがさん、サリーさんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。
ちょっと5月15日のフリートーク配信がですね、なんか収益化がなぜか剥がされるという事態になりましたので、なんですけども、いや、申し訳ない、ありがとうございます。いつも大切に使わせていただきます。ありがとうございます。ね、ゴルゴムの仕業かもしれないですけど、ゴルゴムより邪悪ですよねって思う。ゴルゴムの方がまだまし説がある。はい。ということでですね、応援してくださる皆様にいつも本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい。本作には自傷行為や差別、性別違和、うつや不安などのテーマが含まれておりますので、ご視聴にはご注意ください。あと、謎解きやストーリーのネタバレ指示とはお控えなさってください。チャット欄、コメント欄のルールを守ってよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい。ということでですね、もう応援感謝という感じでスタートしてしまったんですけども、はい。いや、ありがとうございます、本当に。やっぱこういう目に見える形で連帯しているっていうのは安心感に、やっぱ可視化されると安心できますよねっていうところはある。ので、まあね、YouTube 君が広告制限をかけやがったことに対しての抗議なので、YouTube 君でやるのは正しいっていうところではあるんですけど、そうですね。本当に、ありがとうございます。YouTube はですね、少し私のおすすめなどをちょっともう少し考慮してくださったらと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、そうですよ。ね、カラスマ100を必要としている方のところに届くようにね、してくれればというか、ちょっとね、我々ももうちょっと頑張りますが、やっぱちょっとYouTube 君のアルゴリズムにはさすがに勝てないので、そうですね、システムには勝てないので、はい。ということでですね、まあ本日もやっていこうと思いますが、まあいろんなデッキを作ったんですけれども、まあ話し合った結果ですね、まあいろいろちょっと今エアーとかがないということで、なんとか手札でですね、頑張って戦っていこうと思います。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということで続きからやっていきます。はい。そして前回ちょっと衝撃的なエンドで終わったんでしたね。そうですね。最低者のテアさんからのご連絡ですよね。恐ろしい知らせってない。恐ろしい知らせが届きました。どうか一刻も早くお話をさせてくださいということで、最初の方に登場した三日月の使徒テアさんという方がまた来るということでですね、メッセージが送られてきました。どうなってしまうのでしょうか。はい、空気のエレメントが圧倒的に足りない中、我々はどうやって生きていけばいいのかっていうエアがゼロなんだよ。そうですよ。ゼロですよ。いや、本当風のエレメントはね、でもなんか意図的に手に入りづらくされているのかなっていうレベルでやっぱないので、まあちょっと偶然とかも重なったんでしょうけど、まあちょっとね、デッキが偏るので、まあちょっと今はちょっとカードは作成しないで、先にテアさんからエアークレイという感じでテアさんを呼びたいと思います。エレメントを消費してエイブラマーさんに助けてもらうということもあるよというのがね、前回発覚してしまったので、エレメントを全部消費していいわけではなかったというね、恐怖がねあるので、そうですね、今の段階でということでですね、水飛ぶ火はばっかりやっぱり火と水が集まりやすいんだ。ありがとうございます。キプレイの方ありがとうございます。ということでエアーと土を求めて頑張りましょう。はい。頑張りましょう。はい、そして久々登場ですね、テアさん。テアさんね、ほんと冒頭に出てこられた一番最初の来訪者ですものね。そうですね。フォルトゥーナ。どうしたの？何があったの？あなたの子分の長が。エイダーナがどうしたの？エイダーナが死にました。ラスボスじゃなかったんでちょっと待って、衝撃的な展開だぞ、確かに。いや、今まで散々、なんでしょうね、強権的政治の、そう、悪の権化みたいにして扱ってきたんですけど、結局一回もお目通りすることもなく、なんで死んだんって。
615さん、コンカラスです。エイダーナが死にました。どういうことなんだ。まず、冒頭からラスボス候補がいなくなったんですけど、どうすればいいですか？今まで絶対エイダーナがラスボスだって言ってたのに。そうですよ。なんでてか、魔女がやっぱ死ぬって、どういうことなんですかね。でも寿命がついに来たってことなのかな。でも不死のはずじゃなかったんですか。誰かに暗殺された？ついにダリアさん反乱起こした？いやでもダリアさんだったらおそらく暗殺はできないので、そうですよね、絶対バレるので、性格上、正当な手段としてというか、正当ではないですけど、命を奪うのはね。ただその強権的政治に立ち向かうっていうところでやると思うので、隠れたりしないと思うんですよ。で、あと、で、死にました、殺されましたって言いませんか？もしそれなら。確かに。ちょっと話を進めてみますか。そうですね。しないとわかんない。あいつはさ、こっからすです。画面つけるなり衝撃的な。エイダーナ死んだよ、みたいな。死んじゃったよ、どうして？音声とか大きい小さいありましたら言ってください。すいません、言うの忘れてたけど。よろしくお願いします。はい。第4章に到達。後を継ぐもの。ちょっと待って。なんか急な展開だぞ。これ過去ですか、もしかして。私たちは今日、親しい友であるパトリスに別れを告げるため、こうして集った。エイダーナじゃない。フォルトゥーナのお姉さんの葬式ですか、これ、もしかして。地球に、まだ地球です。生きていた時の、フォルトゥーナさんのお姉さんがパトリスさんなんですが、パトリスさんの式を、フォルトゥーナさんが読んでしまってたんですよね。そうですね。なんか50代とかで病気で亡くなるっていう、確か話だったと思います。で、なんだっけ、第1回だったような気がする。第1回をパトリスさん参照してください。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。彼女は激しく生き、死を受け入れた。彼女の望みに従って私たちは彼女の身体を土に返す。裸で花に囲まれ、体は上に、魂は星と共にいる妹のもとへ。彼女は美しく生き、今美しく旅立つ。それでは長男より言葉をいただきたい。スピーチは得意ではないので簡潔に。母がこの世界にもたらしたすべての命に対し、私はこれからも感嘆し続けるでしょう。それは母のたくさんの子や孫たちのみならず、母の言葉や発想や知恵も含まれます。母が持っていたような明晰さを獲得するのは誰にとっても困難なことです。母がいなくなったことで、私たちはこの世界で最も明るい光を失いました。私たちの父全員に母の美徳の半分でも育っていればと願わずにはいられません。そんな人格者じゃなかった気がするけど、いいや。彼らの中の一人にでも母のそばに居続ける勇気があったならと思います。今日、私はただ一人の親を失っただけではなく、私の偶像をも失いました。アディオス、ママ。愛してる。ありがとう、ペドロ。それとスタントンさん、あなたからも何か言葉があるとか。よろしければ。まずこの場に加えていただけたことを皆様に感謝します。パトリスにとってあなたたち家族の存在は本当に大きなインスピレーションの源でした。彼女は常に親愛の情とともにあなたたちについて語り、何よりもあなたたちを愛していました。初対面の人にとってパトリスは横柄な人物に感じられたかもしれません。まるで私はあなたよりずっと知的な人間なんだと言われているかのようにね。でも彼女は常に愛によって突き動かされる人でした。彼女は人生を愛し、人の営みを愛していた。この20年にわたり彼女の担当編集者でいられたことを私はこの上なく幸運に思います。なんかライターとかやってたのかな？彼女はあなたたちだけでなく世界中の何十万人の読者にとっての母でありました。なんかすげえ有名な人っぽい。生きる喜びに対する彼女のユニークな視点は多種多様な文化圏の多くの女性たちにインスピレーションを与えてきました。彼女は多くの者の心に張り裂けるような痛みと遺産を残し旅立とうとしています。彼女のおかげで世界はより強くより健全な場所になりました。そしてこの感覚、この力は決して消えることがありません。ありがとうパトリス。ありがとうスタントンさん。では最後の儀式に取り掛かる。これより
待って。私にも話させて。ああ、もちろんだと思う。おばあちゃん、いなくなったわけじゃないよね。花に囲まれてるその体。ただ、古い殻を脱ぎ捨てる必要があったってことなんでしょ。いろんな計画やアイデアを一緒に練ってたじゃない。一緒にやろうとしてたことを、たかだかガンなんかに奪われるわけないよね。そうでしょ。私を見捨てるわけじゃないでしょ。フォルトゥーナ。大丈夫だ、ペドロ。話させてやりなさい。私一人じゃできないよ。妹さんを探して星に行っちゃったの。宇宙を見るときは私も連れて行くって約束したじゃない。今すぐ戻ってこないと一生許さないから。マリア、おばあちゃんはこれからもどこかで君を見守り続けているさ。人がこの世界に完全にいなくなるということはない。パトリスの肉体が土に帰り、彼女の声が聞こえなくなったとしても、彼女のエッセンスは私たちが彼女から受け取ったものの中に生き続ける。パトリスはパトリスという名の個体から解き放たれたのだよ。これからは秋の景色の中に、涙に、方向に、うたた寝てみる夢の中に私たちは彼女を見出すだろう。安っぽい素敵な言葉なんてどうでもいいの。あなたには私のおばあちゃんや私たちが一緒にやってたことなんて分かりっこないんだから。フォルトゥーナ。辛い心情は察します。では他に言葉を述べることがいなければ彼女を土に返しましょう。パトリス、汝の魂が星々を祝福せんことを。私の予言がついに実現したってわけね。お姉ちゃんは59年と11ヶ月と21日生きた。ひょっとしたらお姉ちゃんは運命に打ち勝つんじゃないかって一瞬思ったよ。死のとこにあってもお姉ちゃんは鋼の女かってくらい強かった。サッチャーか？お姉ちゃんの軽妙な返しがないと話しづらいな。上に上がってから一度も会いに来なくてごめんね。星の中にいると時間があっという間に流れていってしまって、それに魔女になった妹に対してどんな反応するかわからなかったから、本当にごめん。あの浜辺で過ごした夜、私は海に向かって歩き出し、一度も振り返らなかった。でもどこかで分かってたんでしょ？私が死んでないってこと。人間の生活の中で唯一恋しく思ったのがお姉ちゃんの存在だった。お姉ちゃんがいない向こうの暮らしは寂しかったよ。最後にもう一度だけカードを読もうか。昔みたいに。何について聞こうか。私が残ってたら、私たちどうなってたのかな。想像に浸ってみてもいい？うわ
なんで節制なのよ。あ、でも調和か。その優しく落ち着いた容姿は節度と調和と統合が擬人化したものであり、水差しから水差しへ流れる水はコミュニケーションを体現している。まあ、かつてね、エヴァさんに引いた札がまた出てきてるのか。実況第1回の2章を参照してください。っていうか、パトリスさんとあの時にもう魔女になって、その後ですね、でその後は死んだことになり、海で溺れたとかそういうことになっちゃったのかな。でフォルトゥーナさんは一生帰ってこなかったってことですよね、59年間入水しちゃったってことなんだろうけど、まあで遺言にも星になった妹にって言ってたじゃないですか、だからパトリスさんはずっと、生きてるかもと思いたいけど、死んでるのかなって思いつつ、孫にねフォルトゥーナって名前をつけてしまったでしかも多分おそらく孫がたくさんいるのって父親がなんか全員違う可能性があるでしょ。で結局確かに、パトリスさんがそのマイボディマイチョイスだったっていうのもあるんですけど、やっぱでもそれだけじゃない、やっぱ冷酷な人々から搾取されてしまっそのパトリスという人生を搾取されてしまって、結局お腹に命が宿ったって、打ち上げたら消えてしまったっていうことがもしかしたら何度も何度もあって、でもその子供たちを育ててきて、だからこう異文化の兄弟たちがたくさんいるっていう可能性はあるのかなっていうとこですけど、で節制2つのカップを持ってるでしょ。はい。なのでこれがパトリスさんとフォルトゥーナさんだとして、で水っていうのはもうほんと書かれてる通りのコミュニケーションなので、きっとフォルトゥーナさんがあの日いなくならなければ、きっと2人はこうやってずっとグラスを傾け合いながらこう息をするかのようにコミュニケーションをし続けたやり取りが続いてたよっていうことかもしれない。これが逆に出てたらちょっとムカついたんですけど、政治で来てるので、そういう意味なんですね。そういう風に見ることもできるかなと思います。節制ひどいな。そしてバラがお供えされてるんですね。花に囲まれたいっていう風に言っておられましたもんね。で、あなたは私のキッチンカーの旅に同行するようになった。私たちはたくさんの音楽フェスティバルを訪れ、たくさんの友人たちや恋人となる人物と出会った。私たちはカナリア諸島に移住した。あなたはそこでレズビアンをテーマにした大衆小説を書き、私はタイロット占いのウェブサイトを運営した。こっちの方がいい。こっちも好きですね。どっちもいいな。けどなんか2人キッチンカーの旅もすごく素敵なんですけど、どうなんだろうな。諸島なんかこうカナリア諸島がどの程度のこう規模で、文化圏なのかがわからないのであれですけど、そのもう2人で移住してしがらみもなくやりたいようにのびのびと過ごしたっていう2人だけの世界というならこっちかので、節制なら前者はあまり読まないかもしれない。私だったら節制なので必要なだけの縁っていう風に考えるなら、この2人で支え合って、幸せでした、穏やかでしたっていう感じを受けるかな。どうなんだろうな。どっちがいいですか？どっちか絵はないですか？どっちか絵はないしてみましょう。私たちはカナリア諸島に移住した。あなたはそこでレズビアンをテーマにした大衆小説を書き、私はタロット占いのウェブサイトを運営した。私たちは美味しいワインを飲んで、アーティストの友人たちによる小さなコミュニティに所属した。美しい女の子たちと出会い、一緒に浜辺の長い散歩をした。私たちは共に年老い、生暖かい夜風を感じながら長話をしていた。ねえ、お姉ちゃん。本当に会いたかったよ。これから
また寂しくなるね。私何やってるんだか。架空の過去について読んだりして。そんなことしてお茶を濁したところで、償えるわけでもないのに。お姉ちゃんは、私が人の死について読んだ最初で最後の人。最後だから、私も勇気を出すよ。お姉ちゃんの死の先を読んでみる。お姉ちゃんから未来について読んでくれと頼まれたとき、私が恐怖したあの存在。未知の領域にそれは潜んで、私たちを見ていた。今回はそれに向き合ってみる。私たちが、お姉ちゃんをどこに送ろうとしているのかを知るために。だと思いました。だと思いました。はいはい。前回と出たカード一緒ですね。前回というか、冒頭、そうですね。第2章で。第2章と同じ。禁忌とされるあらゆるものを守護する存在、欲望にまみれたその重木は相手を誘惑に屈服させるべく誘う腐敗の先にある悟りの象徴である。逆位置で来てたら解放なんですよ。悪魔。正位置で来てると、つながれっぱなしなので、なんで正位置で来るかな。なんか違うの出そうよ。でも悪魔って別になんかこう悪いカードではないです。ただその立場によってもちろん読み方は変わるんですけど、はい。まあ欲望を指してるカードでありまして、であと14の節制から15の悪魔になるので、そのきちんと己を律することができれば汚れない天使でいられるが、一度欲望に負け落ちるとこうなるっていう、その14、15でとても落差ができるっていうのがタロットのダイアルカナのストーリーなんですね。で本当は逃げられるけど逃げ出さないっていうのがこの悪魔のカードなんですよね。やっぱその凶楽にふけるというか。でも地獄行きって言いたいの？どうなの？でも悪魔、欲望なんですよね。欲望とか執着なので、一概に悪いわけじゃないじゃないですか。欲望も執着も。相手を苦しめてしまうなら別ですけど。でもなんかこの世界で悪魔って言えばベヒモスのことですよね。なんかベヒモスと関係してるってことですか？まあ下手するとだからパトリスさんがベヒモスになってホルトゥーナさんを助けに現れちゃうかもしれない。なるほど。愛じゃないですか？愛じゃないですか？愛じゃないですかね。であとレズビアンをモデルにしたモチーフにした小説ってもしかしてエヴァさんへの思いですかね？どうなんだろう。可能性はいろいろ考えられますよね。そう。第2章でそのパトリスさんとフォルトゥーナさんの姉妹とに加えてもう一人レズビアンの女性のエヴァさんという方がね、一緒にそういらっしゃったんですが、もしかすると、まあ、名前がまだ出てないのでエヴァさんなのかな、エヴァさんへの思い、なんかこう親友への思いなのかなって思ったりはしますね。ちなみにカナリア諸島を今確認したんですが、スペイン領ですね。なのでこのゲームスペインのゲームなんで、スペインから、少し離れてますが、アフリカ諸島でカナリア自治州を形成しており、ヨーロッパのハワイとも言われているそうです。はい。まあ非常にね、風光明媚なことですね。はい。なるほど。やっぱフォルトゥーナさんみたいに占いというか、いろんな自然に触れてこうインスピレーションを得るような方にとっては自然がある方が生きやすいような気はします。そうですね。読んでみる。死後か。あなたはオカルト文書の収集家になる。死後に？あなたは銀河を股にかけて活躍する探偵になる。ね、これはそういうベヒモスになってるってこと何を選ばせたいんだろう。どういうことなんですかね、これは。まあ、なので魔女になってるわけじゃないですか。フォルトゥーナさんが、はい、フォルトゥーナさんが結局パトリスさんの死を乗り越えきれないから、何かしらこう
高齢術をしたくなるとかもしれないですけど。あー、なるオカほど。ルト文書それでなんか呼ぶとうか。ん。どっちを選べばいいんだろう。なんかパトリスさんが亡くなったその先を読んでるってことなので、はい。パトリスさんがどうなるかっていうよりか、そのパトリスさんとフォルトゥーナさんの関係とか、フォルトゥーナさんのうん。心がどうなるかうんうん。なのかなって思うんですけど、でもああ、そっか。フォルトゥーナさん探がエイダーナから解放されて、探偵なんかフォルトゥーナが始まるんですかこれから。よくわかんない。じゃあミステリーはそれはそれで面白いので、我々は大歓迎なんですが、でも悪魔からあなたが誰を指してるかわかんないんですけど、でも悪魔からこれはちょっと読めないかな。探偵。私の場合は読めないです。もしかしたらもっと詳しい方とかインスピレーションがある方は探偵っていうものにしっくりくるかもしれないんですが、私としてはちょっと、こっちはまだだから、地獄っていう、もうタロットの意味的なものより、象徴から考えるとこっち、この二択から選べと言われたらそういうふうに読む。なるほど。のかな。いや、どうなんだろう。唐沢さん的にはどっちがいいですか？銀河を股にかける探偵の方が個人的には好きですよ。いやまあ確かにね、悪魔からそれはちょっとそんなね、名探偵コナンじゃないんだからみたいな感じになると思うので、オカルト文書の収集家の方にしておきますか。はい。誰かの秘密を探るっていう意味では探偵かもしれないけど、パパラッチとか、スキャンダラスとかセンセーショナルって意味で言うと、探偵がどの認知プロファイリング探偵かなんかって人のはね、悪魔だあの人は悪魔だと思いますけど、悪魔のカードがね、指す、悪しき探偵かなって思うんですけど、はい、みんなね、探偵の全てが悪ではないので。そうですね。はい。そう。はい。ということで、こっちにしときましょう。あなたはオカルト文書の収集家になる。あなたは多くの失われた金書を集めて翻訳し、それらを巨大な5次元の書庫に保管する。何これ？全く意味わかんない。私、占いの能力を失っちゃったのかな？本当に何やってるんだか。意味不明なことばかりつぶやいてごめんね。行かないで。ああ、やれやれ。とうとうくたばったか。お姉ちゃん。俺というな。どうなってんの？これがあの世ってやつ？なんであんたコスプレしてんの？お姉ちゃん大好き。ああ、私もあんたが大好きだよ。私たち幽霊ってわけ？そうじゃないの。これは現実。私は魔女なの。そして、お姉ちゃんも今そうなった。なんだそりゃ。結局魔女化したってことなんですか？上がっちゃったっていう？それでなんか銀河のそういう図書館、オカルト収集家になるっていう？魔女になる条件何って。てっきり生きてる人間しかなれないのかと思ってました。いや、なんかわかんないですよね。なんなんだろう。で5次元っていうのもよく意味がわからない。これから確かにもしかして魔女になったらそういう能力を身につけたのかもしれないですけど、
なんでしょうかね、うんあれフォルトゥーナさんの超能力で魔女に、まあ予言成就みたいな感じで魔女になっちゃったっていうことなのか、まあそれとも、なんかたまたま魔女になる条件を死後に満たして魔女になったっていうことなのか。でも死後に魔女になるってあり得るんだ。なんでもありやな。はい。もしかすると埋葬方法かもしれないですけど。ああ、天を仰いだまま、まあ、そっか。そのままね、遺体の焼いたりもせず、そのまま亡くなったっていうことだから。まあただそうなると、ね、みんなそうなので、仮想がない文化圏ではそうなるけど、その花に囲まれてって言って、シャーマンが弔いの儀式してたので、そうですね。まあ、そういうシャーマン的な、そう思うと、でも1枚目でシャーマン選んで作ったの、なんか逆、ね、やっぱ、つながり感じるというか。つながり感じますね。確かになんか浮いてるけど、ね、ちょっと待ってください。我々カード最初に作ったカード、シャーマンのカードなんですよ。だから、もしかしたらそれに関係する、なんか現象があったのかもしれないですね。これかな？部族のつぶやき。まあこれでエアをたっぷり使っちゃったんですけど、オペラハウスの空間はあらゆるコンテクストにおいてあらゆる機微を共鳴させる。そうなんだよな。1枚目はでも風からしか作れないので、そうですね、どうしようもないんですけどね。だからそうですね、魔女ってなんかこのゲームでは召生するって言って、まあ覚醒して、まあ魔女になるっていうようなことを言われてるんですけど、その時にまあ一回死ぬ必要があるのかもしれないですね。もしかすると。フォルトゥーナさんも海に行って、それでまあ召生したっていうふうにさっき言ってたので、疑似的に死ぬ必要があるのかもしれない。自然に帰ることが条件なのかもしれない。海に入っていって。なるほど。海と土か。パトリスさんは、パトリスさんはそうですね、花に囲まれて土に帰ったので、っていうことかな。どうなんだろうな。なるほど。ということで、なんかいろんな衝撃の展開で、さらになんか何かあるんだけど、これ何これ何ということは、でも、パトリスさんも魔女になったって言ってるのに、一度も名前が出てきてないでしょ。でもそうですね、おかしいですよね。いや、仮面怖っ。はい。私が消える前に話をしましょう、エイダーナ。ラスボス来ちゃった。お前かい。ラスボス過去仮りが来ちゃったよ。お前かよ。パトリス編の衝撃でなんかエイダーナさんが死んだことを一瞬忘れかけてましたよ。だってこっちより大事なので、強権的な暴君の死よりね、姉の最後の方が大事なので、とりあえずはね。いやでも、まあやっぱ全然出てこないはダメないだろうな。何なんだろう。エイダーナはでもすでに魔女だったから、これから消滅するんじゃないですか。どういうことなの？意味がわからんのですけど。多分なんか、何かしら魔法を使って自分の意識を何かに閉じ込めておいたとか、だからもう魔力を削って実在してるからもう時間がないみたいな。だからエイダーナ本人は死んだが、そのエイダーナが別に作っていたエネルギーのそうですね、に込めておいてっていうことはまああり得るかもしれないですね。ずっと分霊箱っていう言葉が出てきてたんですけど、JK ローリングはいい加減にトランスジェンダー差別とアセクシャル差別をやめてください。そういえば呪術廻戦にそんな能力のやついたような気がする。ということで、エイダーナさんを呼んでみますか。いや、ほんといろいろ起こりすぎですね。なんで。ラスボス登場。怖っ。オープニングに出てきたあいつか。うわ、怖っ。こりゃラスボスですね。間違いなく。でもなんで3つ合体してるんですかね。どういうことなんだろう。3人の人間が合体したのかな。いやー、どうなんだろう。ケルベロスとして見るのも面白いかもしれないですけど。3つの、まあアシュラとか、アシュラでしたっけ？
顔が3つあったりとかする。はいはいはい、ありますね。います。やっぱそういう何かしらこう3つの顔っていうのは何かしらの、まああれがあるのかな、そうです前ね。こんにちは、フォルトゥーナ。どうかしましたか？死んだって聞いたけど。その通りです。どうやら、あなたは魔女の遺体を見たことがなかったようですね。ついつい忘れてしまう。あなたたちがまだとても若いということを。死ぬと全てが終わるもんだと思ってたけど、殺されたり消されたりすればそうなるでしょう。しかし魔女は生きる意欲を失った時にもまた死を迎えます。今の私は目的のない遺体であり、子分の魔女たちによって食されるか、宇宙に放出されるのを待っている状態です。食われるの怖いな。まあ、林間というかなんか土に帰るっていうか、まあだからこうコミュニティに帰るっていうところなのかもしれないですけど、どうなんだろうな。でもじゃあ今喋ってんのって遺体なんですか？普通にフォルトゥーナさんに最後喋りたいみたいな意思があって来てんだったら生きる意欲完全に失ってない気がするんだけどどういうことなんだろう、そうなんですよね。で、あとこれがだから元の姿じゃないとするとフォルトゥーナさんが黙ってるわけないので、そうですね。誰あんたってなってないということは、もともとこういう姿だったんじゃないかな。まあ確かに運命の三女神っぽいイメージなのかな。よくわからないですが。私はなんか。そうだね。モイライでしたかね。そう、モイライ。そう、かな。私はキングギドラしか連想できなかったけど。いや、キングギドラ。なら、どうして私を訪ねてきたわけ？亡霊としてやり残したことを処理するために。ひょっとして私の流刑は終わりってこと？残念ながらそうではありません。刑の再審査は子分の次の長の手に委ねられることとなります。その長には誰がなるの？まだ決まっていません。あなたの中に変化を感じます。何があったのです？以前にも増して弱々しくなっているではありませんか。思わず罪を許してあげたくなるほどに。何の話だかさっぱりだわ。それに、やり残したことって何なの？あなたです。この束の間の隔離生活の中で、あなたは何を学びましたか？すげえ選択肢が並んでるんだけどいや、サザンドラですよね。確かに悪属性だからサザンドラじゃないかという全然、亡霊になってまで来てくれたのに全く好感度が回復しないのがすごいですねそうですね。もう一切ダメじゃん。で、多分、反省し、地位不正の反省してますっていう感じだと一番上なんですけど、いや、もちろん、共同体に与える影響の大きさっていうのはでも分かってて言ってるんですよ。でも知らなきゃ対策できないから、占い師はだから言うんですよ。隠すんじゃなくて。そうですよね。こういう風に出てるから変えましょうよ。回避しましょうよって意味で言うんですよ。決まった運命としては言ってないんですけど、フォルトゥーナさんが決まった運命として話してるならちょっと変わるけど、でも多分ね、フォルトゥーナさん的にはこういう風に占いで出てるけど、予言外してくださいよっていう
うんうん。こともね、できると思うんだけどなーっていうところなので、まあ、で、なので我々が言うと、魔女による独裁は間違っているし、流刑は建設的な解決策にはならないし、おめえが人の話を聞かねえ強権的暴君だっていうことだよっていうことだし、束の間って何を2世紀もここに閉じ込めといてっていう、はい、一部っていうところかな。どれだよ。どれだよ。選べばいいんだ。いやー。なんでしょうね。なんだろうね。もしかしてエレメントとかに関係してくんのかな。いや、まあ多分、全部なんだけどな。まあ理性だったり怒りだったり力だったりは指すけど、でもな。まあ、どちらかというと独裁か建設解決策にならないか、やっぱり2つはもうほとんど罵倒なのでそうですね。で真ん中の流刑は建設的な解決策にはならないっていうのはまあ事実なんですけど、まあ臭いものに蓋するっていうところですよね。だから結局エイダーナさんも解決できると思ってやってないってことなんですよ。単純に解決を求めてないのか。見せしめだし、何かしらいろいろ企んでたじゃないですか。そうですね。ルイーズさんとかそう第三次世界大戦を引き起こそうとしてたりとかしてたので、まあなのでまあそれについて邪魔だったからどっかにやったっていうだけなので、まあ解決策にはなってないし、でも魔女による独裁は間違っているというよりか、独裁は全てが間違っているので、そうですね。って思うけど、ただ、まあでもこれはね、なんだろうな、重箱の隅つついてるだけなので、まあそうですね、2番目か3番目かどっちかかなっていう感じですけど。なんだろうな。とりあえず左翼としては独裁はね、圧倒的に間違っているので間違っていますというふうに言っておきますか。はい。まあそうですね。流刑はね、今んとこ一応現代にはないので、ないよね。はい、ないはず。ないはず。魔女による独裁は間違っているということ。大切な人と離れて何世紀も過ごすことを、あなたの一存だけで決めていいわけがない。私の気まぐれで決めたことではありません。神々と対話した結果です。そして神々の言葉は、個々の判断よりも重視されるべきものです。そんなもんはねえ。はめねえみたいなこと言ってるな。やばいな。神の代弁者になってはいけません。そうですよ。いや、本当そうなんですよ。で、代弁者になってた。でも、最終的に自分を神だと勘違いするので、ダメですよ。はい。そう。あくまで、占い師もそうなんですけど、あくまで人でないとやってはいけないことなので、自分を何か特別な存在だと思ってやるのは、あまりにも傲慢すぎるので。はい。っていうところかな。で、神々と対話したって、議事録出してもらいたいんですけど。本当かっていう。ね。そう、本当って、議事録出して、黒塗りにしないでねって言ってね、出してもらいたいんですけどね。私たち魔女がどうすべきなんて、神々が口を出すことじゃないでしょう。愚かな。なら、私は何を学ぶべきだったっていうの？説明しましょう。あなたは自分の力を占いと称していますが、それは誤りです。だってタロットって占うためのものでしょ？この世界の性質について話すべきでしょう。この現実に隠された秘密について。意識には力があります。そしてこの世界の実態は、意識を持つあらゆる存在によって調整が加えられています。この世で起きること、あらゆる現象は、意識を持つ者に知覚されることで、初めて現実となります。
知覚されていない世界は、すなわち定義されていない世界とも言えます。あなたの力は出来事を予測するのではなく、定義しているのです。あなたは無自覚のうちに存在しなかった過去を作り出し、定義されていなかった未来を作り出しています。あなたは運命を読んでいるのではなく、書いているのです。故に、流刑にしました。あなたが古文の崩壊を予言したとき、あなたは実際にその崩壊を引き寄せていたのですから。その運命を回避するために、私は懸命に努力してきましたが、それが成功したかどうかは定かではありません。時が来ればわかるでしょう。なんで今になって私にそれを教えるの？私が死んだからです。私はもう、あなたから子分を守ることはできません。それならば、その力の重大さを理解してもらう方が良いと考えました。最初の段階で教えてくれればよかったじゃない。あなたがその力を使い、私を消す可能性を恐れました。あなたが私を嫌っていることは知っていましたから。あなたからデッキを取り上げて隔離する以外に、古文の平和を確保する方法が思いつかなかったのです。やっぱりあれですか、運命を占っているのではなく、そのタロットによって運命を作り出す能力は、なんか決定論的な、パワーだったという、そんな強大な力持ってんの、フォルテーナさんって感じですけど、はい。まあ、フォルテーナがそもそもその運命の女神なのと、あとは、やっぱり、言霊ってあるじゃないですか。口にすると返ってくるというか、現実になる。だから、それこそ、まあ、言ってること自体は正しいんですよ。ないことをあるあるあるって言い続けたらあるようになっちゃうっていう。嘘もつき続ければ真実になっちゃうし、っていうところではあるんですが、だからといって、組織を守るために一人を流刑にするっつうのがやっぱり正当化してる時点でやっぱりこの人に長としての能力はないんだろうなっていうところはある。で、だから自分の子分が平和であれば地球で第三次世界大戦が起きようとどうでもいいと思ってるんだから、やっぱりこの人には人の上に立つ資格がないっていうところではあるんですけど、まあなので、占い界隈とかでも、やっぱインプットするとかっていうんですよ。まあ、ちょっとスピリチュアル的なところも入るんですけど、ちゃんと口に出したり、ノートに書いたりとかして具現化することによって、脳にきちんとその理想とかを目標をインプットすると。そうするとそのために脳がそれに向かって動き出すっていう風なことなので、まあ、言ってることはわかるんですけど、だから結局はフォルトゥーナさんがフォルトゥーナさんの魔力が強すぎるからっていうのもあるかもしれないけど、それを信じ込んで回避しようとしない他の魔女たちの責任もあると思いますよ。あとあなたの責任もあると思いますよ、エダーナさんっていうとこですけどね。だからフォルトゥーナさんが実際にエイダーナさんの殺害とかその古文の崩壊を望んでいたっていうならまだしも、そういうわけではないんだから、とりあえずカードを没収してその後で話し合って、まあその強大すぎる能力をどうするかっていうことを考えてもよかったと思うんですけどね。1000年も時間があるっていうんだったら、つまり優先順位ってことでしょ。フォルトゥーナさんと
対話して解決するより、子分に崩壊が訪れないようにするためにどうすればいいか。だからとにかく邪魔だから追いやったっていうのは事実だと思うので。まあそうなんでしょうね。パピーさん、コンカラスです。今までの配信見てないので初見です。時間ある時に過去の配信見ますということで、ありがとうございます。ありがとうございます。今回ね、割と多分割と節目の回ですんで、はい。多分これ見てからでも前回までのアーカイブ楽しめると思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい。はい、よろしくお願いします。今回は結構ね、2章の内容とかね、以前の、第1回かなで実況した内容とかとも絡んでくるので、よかったら後から見てみてくださると嬉しいです。はい。だからそうなんですよね。崩壊する未来を引き寄せる能力があるんだったら、まあ、ジョジョにもキングクリムゾンってなんか似たようなスタンドいて、そいつはすごい邪悪なやつなんで、あれなんですけど、未来を予知できるので、その未来を回避することもできるはずなんですよね。どうなんだろうな。ということで続きを読んでいきますか。そんな、私、あなたが思ってるほど悪い存在じゃないよ。あなたにとっての私も。かもね。良いですか。あなたは未だ起きていないあらゆる事象を操ることができます。未来はその最たるものですが、過去も同様です。あなたは、実際には起きなかった出来事も、起きたことにできるのです。それじゃ、ダリアの過去も、嘘でしょ。子分は大きな嵐で見舞われようとしています。あなたがその力を適切に扱えるほど成熟しているとは思いませんが、私にできることはもうありません。今日知った知識をもとに、あなたが良いと思う行動をしなさい。わかった。教えてくれてありがとう。別れの品として、これを渡しておきましょう。あ、知識。選んだやつですね、これ。ああ、そうですね。最初の方に選んだやつです。うん。同情されたいっていう一番最初のやつはクリアしたので、今やっと2つ目の水のエレメントの時に選んだ。そうですね。知識がアンロックされましたね。あ、伊沢さん、コンカラスです。キングクリムゾンの能力は未だによくわかりません。いや、あれはよくわかんないですよね。まあ、あれはまあ、短い直近の未来を読んで、それを書き換えるのを回避することのできる能力なんですけど、だから、5秒ぐらいしか影響は及ぼさないんですけど、それでもとんでもない力だったので、まあ確かにフォルトゥーナさんのパワーはとんでもなさすぎるなと。近藤銀河さん、近藤銀河さんがレビューしてるんだ。ありがとうございます。すごい。近い将来、多くの魔女があなたの助言を求めにやってくるはずです。あなたの未成熟な面を正すことはできませんが、私の知識を授けることはできます。私の目を受け取りなさい。グロいよ。いきなり目なの？突然、まあ、いろんなものを見てきたっていう。まあ、そうなんでしょうけど。まあ、百聞は一見にしかずっていうところなのでね、やっぱ自分の目で見るっていうことの大切さなんだろうけど、でも、管がついてるのが余計に怖いんですよ。人間の目実際にこうなってるので。はい、そうなんだよな。見えざるものを見させ、神々の英知への扉を開いてくれるはずです。賢く役立てなさい。子分の今後の運命に対し、
あなたは極めて重大な役割を担っているのですから。責任が重すぎる。なんか、崩壊を予言したから責任取れっていうのってひどくないですか？いやーみんなで乗り越えればいいだけの話であって、その時にエイダーナさんがリーダーシップを発揮するのであればよかったと思うんですよ。でもそうしなかったのに、あなたが起こしたことだから責任取れって言って、恩着せがましくこういうことしに来るの、やっぱこいつ嫌いだわ。好きになれるとこがね、やっぱね、上に立ってる人間の考え、私わかんないんですよ。ほら、下の人間を苦しめてる暴君にも苦しいことが本当あるとか、ままならないことがあるっていうのが理解できないタイプなので、いや、知るかよっていう、お前は力を持ってるんだから、知るかよってなっちゃうので、だからやっぱエダーナさんだいぶ無責任だなっていう感想が強いかな。まあ、でもここはどうなんだろう。まあ極めて保守的だし、まあ未成熟だから当人だからフォルトゥーナさんを信用してないから、コントロールどうせできない、こいつはコントロールできないから、まあほっとくしかないって言ってる系にしたんでしょうけど、でも自分がなんか思わず死んでしまったので、まあ仕方ねえかっつってわざわざ目を持ってきたよみたいな、感謝しろみたいな。だからいやそうで、フォルトゥーナさんの力を分かってたんなら、崩壊を予言する前にもっと指導するとか、ってできたはずなんですよ。でもそうしなかったってことは、フォルトゥーナさんのこの力を己の力だと思ってた可能性があるでしょ。なるほど。己の思うようにフォルトゥーナを操ろうというか、そういう風に思って放置していたら、なんか先手を打たれたじゃないですけど、ちょっと、っていうところだったのかもしれないので、どう読んでもあなたにとっていいことがない、エイダーナさん。あなたいいことしてない。なんで全然いいですね。まあ、責任が重すぎますね。責任が重すぎるよ。受け取れない。受け取る以外に道はありません。すでに宇宙の輪に刻まれているのですから。あなたが決められるのは、それをいかに使うかです。それから、これも渡しておきましょう。新しいアルカナ。同化時。親愛なる我が同族よ、死すべき呪いを捨て、肉体と剣を放棄せよ。汝は我の魔力となった。汝はもはや罪ではない。何これメッセージでイラーナさんからフォルトゥーナさんに対する。ってことでしょ？我の魔力ってお前の魔力じゃねえわって感じですが。いやだからどうなのか。で死すべき呪いを捨て、だからで結局肉体と剣を放棄せよなので、だからお前の持ってる力を俺吸収するからみたいな、ネイルと同化ですよ。だからもう神と同化ですよ。ピッコロさんじゃん。またピッコロさん出てきたよ。ピッコロさんじゃないか。どうしたもしくはでもこの肉体と剣を放棄するパトリスさんにも思えなくもないし、己の目を授けてきたエイダーナさんとも捉えられる。エイダーナさんがもう私は死んでしまったから、まあもうしょうがないから私の力をあなたの魔力としなさいみたいな感じなのか、パトリスさんのことを指してるのか。いやまあ何にせよちょっとどうって何か歴史的に何かありましたかね。なんですかね。同化人が何かをもしかして表してるのかもしれないですけど、ちょっと後で検索してみよう。ね、知らない。いろんなあれがあるじゃないですか。金属にも鋼があったり、金銀
で、銀はね、吸血鬼を殺すためのうんうんうん。弾丸だったり、杭にされたりしてるし、毒味ができるんですよね、あいつ。銀は確か毒に反応して変色するので、はいはいはい。だから貴族が銀食器を使ってたっていう、銀のナイフ、カトラリーを使って、その毒味っていうか、毒を検査してたっていうのがあるんですけど、他にだから、銅で何かあったかなって思いながらなんですけど。どうなんだよな。リブニールさん、コンカラスです。お久しぶりです。神ゲーやってますね。セリフ朗読とてもありがたいです。声完璧です。ということで、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、嬉しいな。嬉しいですね。でも本当にね、このゲーム割とやっぱ、もっと広がってほしいというか、今の時代にこそなんかいろんな方が、己の物語として紡いでほしいなって思うんですよ。やっぱ、ストーリー自体がそんなに大きく変わらずとも、もちろん細かいところは変わっていくし、カードデッキもそれぞれの色が出るので、多分ね、2人として同じデッキ組んでる方いないと思うんですよ。なので、ぜひぜひね、いろんな方がやってるのを見て、で、自分でもやってみてってやって、ね、この世界、宇宙を広げていってほしいなと思います。はい。ね、いいですよね。広めよう。ありがとうございます。ありがとうございます。なんだこれ。読み方があれだけど、富山県の高岡銅器のほか、燕追記銅器、新潟県の燕追記銅器っていうのが有名で、まあ工芸品として非常に、だから職人の技術によって一人一人の形が変わるみたいなこと書いてますね、銅鍛冶。なるほどな。まあプチブルに対抗するために、まあ、我々はね、技術を鍛えて労働していくしかないのか。まあ、それはそう。はい。とりあえず受け取っておきましょう。ありがたく。これは上級アルカナです。これを使って作ったカードは、通常よりも多くの読みを提供することになります。上級下級の概念あるんだ。大アルカナ、小アルカナとか、まあでもあれも別に、なんでしょうね。単純なる上下関係ではなくて、大アルカナがとても大きなことで、小アルカナが日常的なことっていう、区別ではあるんですが、どうして私のカードのこと、あなたが信じていないようですが、神々が私に囁くのは本当です。あなたが新しいデッキを作成していることは、神々より聞いています。力の限定されるタロットよりも、あなたの才能に合っているようですね。これも、私があなたを流刑にしたからこそ生まれた恩恵でしょう。めっちゃ恩着せしてくるんだけど。恩着せがましいぞてめえ。何出光丸が通ったのは私たちの功績ですって言ってる人と同じじゃないですか。何これ怖っ。近寄らんとこ。だから感謝の言葉でも期待してる？何も期待していません。私は死んでいるのですから。私たちが会話するのは、これが最後でしょう。私が去る前に、言っておきたいことはありますか？めっちゃ罵倒力の強い選択肢がありますね。ね、でもいろいろありがとうも皮肉たっぷり聞いたエスプリジョークみたいな感じではありますよね。まあそうですね。
そうね、いろんなことを気づかせてくれていろいろありがとうみたいな感じだったりもするかもしれないですけどでも言うべきこと足りないな。なんかやっぱどうしてもっといや血の通った政治ができなかったのっていう話を言いたい。あまりにも冷たすぎる。そうでもないとトップになれないっていうかもしれないけど、私はそういう帝王学嫌いなので、まあエダーナさんの場合は逆にその自分自身にはそのなんだろう、まあ魔女としてももちろん強大な力があるんでしょうけど、神の声を聞いてそれに従うっていうことがまあメインの能力だったと思われるので、まあこういうね、その保守的でなんかその、なんだろう、自己防衛が強いタイプになっちゃったのかもしれないですけど、そこはまあ同情の余地はあるんだけど、保守的ですよね。あと神々の考えがどういうものか、やっぱ神々もう個人のことを見ないので、あの人たちもその全体のために個人を平気で殺すので、ギリシャ神話見ててもね、そうですね、自分の娘を守るために、その一緒に自分の娘と一緒にいた少女のことは平気で殺すみたいなことをやるので、それこそアテナの件、パラスアテナって呼ばれるようになった逸話の中に、パラスとアテナは親友同士で稽古をしていたが、なんか驚いてしまってアテナが危険にさらされてしまったんですね。で、アテナはゼウスの娘というか、ゼウスが頭から産んだ、まあこの件ちょっとだいぶ、家父長制的ですげえ気持ち悪いので、気になったら調べていただきたいんですけど、その、アテナを守るために、そのしょうがなく雷を落として、その、稽古相手だったパラスを殺しちゃうんですね、ゼウスが。で、それを私のせいだと言って悔いたアテナは英語を自分の名にパラスと冠することで、その親友を忘れないようにしていたっていう、すごいシスターフッドというか、ロマンシス的な神話があったりするっていうか、まあ、パラスって名の付く、神だったり、ニュンペイだったり、いろいろいるので、あれなんですけど、まあそのパラスアテナにはそういう話も一つあるよっていうところなんですよね。だから神様ってやっぱね、すべてを救ってくれるかって言ったらそうじゃないっていうとこだったりするので、なんか、首にかけてるのはエジプトのなんか装飾具っぽくないです。エイダーナさん。どうなんだろうな。まあ、仮面はでもあれですね。石の仮面ですか？遠いですよね。っていうところなんですけど、だからやっぱなんとなく、だから死者というか、だからちょっと人ならざるもの、まあ人というより魔女も違うけど、さらに上の次元にいる神とのそのチャネリングができる人っていう、まあ、この人も一種の巫女だったりするのかな。果たして、そしてなんて答えますかね。いや、これ全部言いたいですね、なんか。全部言いたいけど、ここはクールにされと言っておきますか？それとも。そうですね。はい。さすがに真ん中はね、焼かれりゃいいって思うけど、言っていいかと言われるとそうじゃないので、そうですね。まあ罪があるなら焼かれるだろうけど、そのエイダーナさんの罪をじゃあ一体誰が裁くのかっていうところでもある。すいません、マイクバンってやっちゃった。大丈夫です。そうなんだよな。そこが難しいんだよな。さっさと消えなよ。他にはまだあるのなんかもっと言っといてくれみたいななんかやっぱお綺麗なことを別に求めてるわけじゃないんでしょうけど、だからといってエイダーナさんがいい人だとは限らないので、称賛されなくても悪名だけ残せればいいっていう悪いやついっぱいいるので、そうですね。だからこういうふうに自分の望んだ答えを返してこないからといっていい顔をするって気持ちが良くなるっていうのもいいことではないんですよね。さあでもフォルトゥーナさんは別に古文をいい場所にするとは考えてないなさそうなんだよな。
古文を良くするというよりかは、いい場所にするか。だから仲間たち、ダリアさんやジャスミンさんたちのために、と一緒に生きていくために住んでいる場所、コミュニティを良くするっていう意味なら真ん中もあるけど、一番下もあるかな。フォルトゥーナさんを流刑にしたせいで少なくとも親友2人は悲しんでたわけで、ただフォルトゥーナさんね、ダリアさんがエイダーナさんに襲撃に企てたことをもしかして私のせいって言っちゃってたけど、あれはあれで、でもそれもフォルトゥーナさんのせいにするにはひどすぎるので、やっぱあなたはたくさんの人を強権政治で苦しめましたよっていうのは事実じゃないですかね。でも、I hate you でもいいですけどね、一番上の I hate you でもいいんですけど、でもどうなんだろうな、あなたのせいで僕が苦しんだってことを忘れないでって偽善っていうかなんだろう。今言うことじゃないかもしれないですね。フォルトゥーナさんが代弁者みたいになっちゃうので、自分の言葉として言うなら、I hate you でもいいんですけど、でもどれでも、難しいですね、選択肢。そうですね。英語でもなかなか攻撃力高い選択肢が出るらしいですけど、マジか。アナミさん、コンカラスです。まあそうですね、ハメネイとなんかトランプの言うことがだんだん近くなってるのはね、なんか皮肉だなと思ってます、最近。ハメネイ死んだけどさ。なんか、またいろいろアメリカやってるんでしょ、なんか、やりましたよみたいなこと言ってたんで、はぁって思ってたんですけど。まあね、自分を神か何かだと勘違いした人間がどう落ちていくのかっていうとこですよね。宗教が書かせてたでしょ、AI に、トランプ君が。気持ち悪い、気持ち悪いイラスト。俺は神だみたいな。そう。完全に普通のキリスト教から切れられた方がいいと思うんですけど、あれ唯一心なのでね、あの人たち。まあさすがにみんな怒ってましたからね。当たり前やっていう。はい。どうしますか？どうしようかな。やっぱ嫌い、難しいですね。ただまあこのゲーム的に考えるとちょっとメタなあれですけども、フォルトゥーナさんが未来を作り出す能力があるっていうことが明らかになったんで、まあ古文を良い場所にするって言っといた方がいいのかなっていう、まあちょっと綺麗事めきますけど、ただこれも結局、私はエイダーナと違って能力があるっていう、なんでしょうね、能力の比較というか、そういう感じ。いや、あなたよりいい場所にできるわじゃないと思うんですよ。長が誰であるかによって雰囲気っていうのは変わっていいので、やっぱいい場所っていう定義もそれぞれ違うので、まあいや、どれ選んでも間違いじゃないし、どれ選んでもちょっとずつずれてる気がするっていう。でもどうなんだろうな。やっぱ何回でも何回でもあなたのせいで多くが苦しんだっていうことを突きつけていかないといけないのかな。まあ今響かなくても、また重ねてずっと言われ続けることによっていつかエイダーナさんが後悔する日が来たりとかするのかなみたいな。どうなんだろう。だからすごい難しいですね、これは。でもそうですね、言霊的に言うなら真ん中がいいし、今じゃないとフォルトゥーナさんが抱えてきた苦しみを消化できないので、本当に恨み節をぶつけるべき相手が今目の前にいるわけですよ。だから難しいですね。めっちゃ難しい。他にはって何なんだよ。なんでわざわざ追加で聞いてきたんですかね。まあ、ただこの人、思ったより極悪非道な人間じゃなくて魔女だけど、魔女ではまあないんだとは思うんですよ。その当人のそういう自分勝手なね、行動原理に基づいて動いてただけで、
まあそれは悪人って言えば悪人なんだけど、だからこの方がいなくなったことでフォルトゥーナさんが自分の能力をやっぱり良い方向に用いることができるはずだっていうことで言えば、やっぱり2番目に言っといた方が、まあ、本人への否定にもなってるから、その方がいいのかなとは思いました。はい。ああ、そうですね。では2番目でいきましょう。はい。私は古文をもっといい場所にする。そうですか。では行きます。待って。なんでこんなんばっかじゃん。でもフォルトゥーナさんが一番感情的になってるのは今ですよね。そうですね。だからパトリスさんを魔女にしてしまったのもフォルトゥーナさんの罪なのかもしれないですね。どうなんだろう。ありもしない未来のカードを引いちゃったからパトリスさんが復活しちゃったのかもしれないし。どうなんだろうな。あ、そっか。考えたらそうですね。フォルトゥーナの能力で多分パトリス復活してますよね。魔女になる条件っていうかわかんないけど。いや、まあの可能性もあるんだなっていうところ。まあ引き止めたはいいけど、やっぱ最後に助言を求めるっていうのは良くない。良くない。聞いたところでっていう。だからまあ助言だからこいつから最後に助言されたことをありがとう、そうしないようにするっていうねところではあるかも、使えるかもですけど、多分そうはならないので、で死んでよかったはさすがにまあちょっとねっていうことだから、まあ普通に最後は嫌いっていう風に言った方がいいのかな、そしたら。そうですね。やっぱ感情を殺してると矛先がなくなるので、やっぱぶつけられる相手に最後ぶつけておくべきかな。まあ最後のさっきの答えで割とそのポジティブな答えを選んだので、まあここで感情を出しておくのもいいかもしれないですね。そうですね。言っておきますか、最後に嫌いだと。言いますか。だって嫌いなんだもん。でもやっぱ逆にやっぱ上2つはちょっとね我々の心情に反しちゃうので、死んでよかったは喜べないし、そうですね。で助言はないかってやっぱね聞くのは、フォルトゥーナさんの心情に反するので、私は本当にあんたが大嫌い。さようなら。大丈夫か？どれだ？でも素晴らしい事実があいつが死んだことを知ることができて嬉しいですだったらちょっと違うので、そうですね。上か2番目か1番目か2番目のような気がするんですけど、はい。これまた難しいな。大丈夫じゃないっていうのは感情的にそのエイブラマーさんにもたれかかるっていう選択肢でしょうし、2番目は自力で今情報の波を整理してますみたいなとこだと思うので、どっちかな。三つめらるさんこんばんは。来ていただいてありがとうございます。作業のともに見ておりますということでありがとうございます。はい、平和を歌う VTuber という素晴らしいタグの発起人さんでございます。皆さんはぜひ乗っかってください。拡散してください。よろしくお願いいたします。はい、三つめらるさんのチャンネル登録高評価をよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。エイブラマーさんってエイブラさん。そうやっぱエイブラマーさんね。エイブラマーさんルートで行くなら一番なのか。かな、頼ってる、大丈夫じゃないんだよっていうふうにはなるのかな。っていうあれですね。だから戦争なんてくだらねえぜ、俺の歌聴けっていうふうに言えばいいんですかね。そうですよ。私の歌を聴けって言って戦争を止めるんですよ。そう。でもマクロスって制作陣大丈夫ですか？どうなんだろう。でもなんかいろいろあるような気がする。いろいろやばそうな気がする。一応マクロスフロンティアの曲だけは好きで。曲はすごい好きですね。私も。てるんですけど、その青函飛行っ
ってあれ、うん歌で宇宙を救うっていうテーマで、だから宇宙を救える歌を作ってくださいっていうめっちゃ無茶ぶりをされて作った曲らしいんですよ。で、だからディープパープルのスモークオンザウォーターとかのなんかこうでっぽいリズムベースラインとかが入ってるんですって。正解に可愛らしい曲ですけど、確かにそこのフレーズ印象的ですよね。言われて気づいたんですけど、あ、なるほどと思って。だからやっぱりその可愛らしいキラキラだけじゃなく、その力強さっていうのも歌に込めてるっていう。だからその戦う方法、武力じゃなくて歌で世界を救うっていうのは素敵なコンセプトだなとは思うんですけど、でも結局ロボットで戦ってるんでしょ？どうなの？どうなんだろう。初代はね、歌で相手を無力化して殲滅したりとかは、だから割と非道なことやってるんですよね。それは非道ですね。なるほどな。どうします？とりあえずエイブラマールーとか頭を整理中、まだ頭を整理中でいいのかな。確かにもうなんか情報量多すぎましたもんね、今回。情報量が今まで過去回1多かった気がする。なんか。いや、そう、いや、だって、いや、ね、この1時間半で一番情報量が多かった。パトリスさんとエイダーナさんとフォルトゥーナさんの秘密の話と、いろいろ出てきましたもんね。あと、マリア・フォルトゥーナだったのが、またな。キリスト教のあれかな、マリア様から取ってるのかな。ですね。で、しかもバラが備えてあるって言っておられたので、マリアの象徴が確かバラのはずなので、聖母マリアは確かバラなんですよ。違ったかな。なのでそういう信心深さがパトリスさんにあるというところは面白いとこですね。そうですね。なんでもペドロでしたっけ？息子さんかわかんないですけど。ペドロもそうだ、成人の名前ですよね、確か。ですよね。と思って今。キリスト教系だの名前だ。とりあえずそういった膨大な情報を整理しているので、はい、整理中です。整理中です。まだ頭を整理中。なぜだ？責任が大きすぎるよ。誰かの運命をもてあそぶのは間違ってる。過去の改変なんてもってのほか。過去を変えることに懸念を抱く気持ちはわからぬでもない。だが未来は構わんだろう。そもそも我々は常に互いのせいに干渉し合っている。お前はその力が他者より強いというだけだ。どうかな。それにその才能を持つ唯一の存在として、お前にはそれを活用する責任がある。お前にはこの世界をより良い場所に変える力があるのだ。ならばそれを使いこなせばいい。言いたいことはわかるけど。ある者は子分を導き、ある者は社会を動かし、ある者は銀河全体を喰らうことだってできる。私にも人の望みを叶える力がある。己の才能を使いこなせ、フォルトゥーナ。そうね。でも私は、引くカードを完全に操れるわけじゃない。シャッフルするわけだから。もし、カードが悲劇的な結末しか提示しなかったら？難しい選択を迫られる時はあるだろう。だがそれは我々も同じだ。どの道を選んでも良い結果が期待できぬことはある。あなたそうやって悲劇的な状況をうまい具合に言い換える才能に長けてるよね。私はこれまでどうにもならん状況に何度も直面してきた。この表情初だな。ほう。故に明るい側面を探すことを覚えたのだろう。己のためにな。これあれですかね、昔ちょっとシュンってした時の顔でしたかね。確か口から火。はい。レア表情でしたね。なんだか人間みたいね。あるいは人間にベヒモスのような側面があるということなのかもしれんぞ。私の方が古くから存在しているわけだからな。
要はどんな現実も解釈次第ってことね。エイダーナが言っていたな。現実は意識を持つ存在によって調整されると。なら私はその達人かもしれんぞ。はっ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 は。とはいえ、当面はカードを読むのを控えるかも。何を言うか。のんびり休んでいる時間などないぞ。じゃあ、あなたの心に引っかかっている事柄について読んでみる？それは。ああ、知識で得た選択肢なんだ。ああ、本当だ。なるほど。ちなみにですね、占いは絶対に人に強制してはいけません。占ってくださいって言われてからじゃないと占っちゃいけないんです。はいはい、人の、未来は変えることができるっていうのは、このゲームだけじゃなく、現実的にもそうなんですが、だから可能性の一端を読んでいるだけとはいえ、人のことを勝手に暴くのと同じなので、占い師は占ってくれって言われない限りは絶対にその人を見ちゃいけないし、相性占いとか対人占いだとしても相手のことを必要以上に掘りまくるのはダメなんですよ。その相談者、クライアントについてどう思ってるかとか、クライアントに対してどう影響するかっていう限定的なところにとどめた方がいいですね。当然のことなんですけれど。そうですね、預言者じゃないのでね。やっぱフォルトゥーナさんは若干預言者になりつつあるというか、なってたので、だから、悲劇的なカードしか出てこなかったらどうするって言ってるけど、だからそれを変えようってみんなで頑張ればいいだけなんですよ。だから占い師マインドがちょっと足りてないんですよ。やっぱりカードのその基本的な意味にすごく忠実に読んできてるのかもしれない、フォルトゥーナさん。私はそのカードの意味ももちろん大事にしないと、そのカードを使ってる意味がないので、もちろんそこから大きく外れるようなことはしませんけど、インスピレーションだったり、色が差すものとか、すごく黄色が目立つねとか、あとは全部一人しか映ってないねだったりとか、ピンときたこととか、なんかそういう連想ゲームで思いついたこと、っていうものを言っていくのも正しいんですよ。だから悲劇的な結果しか出てないっていうことはないと思うんですけどね。だってそれこそさっき悪魔のカードが出たところで、いろんな読み方ができるっていうところですしね。節制の天使から悪魔が出てきて、その次の16番目のカードは塔ですからね。雷が落ちてバベルの塔が崩壊するのがっていう流れなので、でそこからぐちゃぐちゃになってどうしようって思ってたら17番目に星を見つけるんですよ。星っていうのは星17、スターか、そうです、スタープラチナですね。はい、そうです。オラオラのあれなんですけど、本当にそう、だから希望の星だったり救いだったりっていう、やっぱそういう我々が星に対して思うものがまんま星のタロットだったりするんですよね。でその次が18が月で19が太陽って言って、その3つのその空の何かしらが続くんですが、そういう風につながってるので、だから悪魔が出たから終わりだとか、死神が出たから終わりだとか、塔が出たからダメなんだってことはないです。読み方によってはもちろん終わりますけど、ものによってはね、終わるけど、でもそれを回避するためにどうすればいいかって考えていけば、本当に悪い結果だっていうだけのものは出てこないと個人的には思うんですけどね。あんまりこれ言うと多分同業者から怒られるんですけどでも占いに対して神秘性を持たせすぎなんですよ。不誠実だと思うので、そういうの結局霊感商法と変わりないと思ってるので、ねえ、はい。オトハーナさんからフォルトゥーナさんに対する熱い指導でございました。はい。そうなんですよ。これ、あれでしょ、グロリアって確かカード作るときにちらっと名前を見た気がするんですけど。ちらっと名前出てきた気がしますね。はい。ということ。
ゴゴブリンさん、コンカラスです。お疲らすです。2週目ではないです。なんかもう2週目みたいな展開になってきてますけど、冒頭でですね、エイダーナさんがいきなり死んだり、いろいろな衝撃的な展開がありましたので、よかったらアーカイブもチェックしてみてください。そうなんですよ。ということですね。どうでしたっけ？エイダーナさんがトライデントで裏切り者刺したけど、それグロリアさんのことなのかな？違うっけ？でもそれはいやわかんない。明言されてなかった気が覚えてする。確か。違うか。ででもじゃあグロリアさんどこで出てきたんだったかな？いやでも何かで出てきてますよね。ですよね。でもこれ知識ってカッコがあるから、おそらくエイダーナ関連のイベントか、最初の水とかのイベントを経てないと、出れない選択肢だと思うので。そうですね。多分ここの選択肢のうち、あの時選んだ選択肢のうちのどれかがその3番目に食い込んでくるってことだと思うんですよ。知識か、あと水の選択肢何でしたっけ？何だったっけ？事故かな？なんか多分そういう系の、どれかがここに入るんでしょうけど、我々は知識を選んだので、今ここで知識により、エイブラマンさんの痛いところをつけるというとこですね。エイブラマーさんとは一心同体でいないと危険なので、クライアントというより、もちろん占い師としては絶対ダメなんですけど、クライアントではなく己のために読むっていうところではあるから、エイブラマーさんにも謎が多すぎるし、本当にこの人が裏切らないとも限らないので、開示できる分にはしとく方がいいのかな。相手がベヒモスだから余計に。それを聞いてみて、どういう反応するかっていうのでも、ちょっと選んでみますか。はい。そうですね。最初の魔女であるグロリアのことでしょ。なぜそれを？エイダーナの目の力。というより、一緒に締結した水の契約の力が、すでに働いてるってことかな。それが、私に知識をもたらしている。すべてを掌握することはできないけどね。まるで頭の中で情報の滝が流れていて、その水の中から、時々言葉が飛び出てくるような感じ。あなたは、グロリアについて聞いてみたかったのね。そうだ。グロリアは私の初恋の相手だった。私は愛する対象を持たぬままに多くの宇宙を生きてきた。その中で突如彼女が出現した。つまりお前たちが言うところを招請したのだ。グロリアは人間を辞めて魔女になった最初の女だ。彼女は魔法の生みの親、すなわち宇宙の断りを力に変える術を編み出したものだ。私はグロリアのように愛と発想に満ち溢れた存在に出会ったことはなかった。そして私は彼女に愛されるという特権に恵まれた。私はお前に彼女がどうなったのか尋ねたかった。これまではそれを知るのが怖かっただけだが、今お前が何を書くかを恐れている。約束する。最高の結果を読む。というか、書くように努力するって。ああ、そうしてくれ。お前にデッキを与えたのは私だ。ならば行くところまで行くしかないのかもしれん。任せといて。ついでと言ってはなんだが、古文のベギモスに対する姿勢を変えてみるというのはどうだ？なるほど。それはいいアイデアかも。でも、カードがいい結果をもたらさなかったら？禁忌として狩られる対象となるよりはひどい状況があるとは思えんな。かもね。わかった。読んでみましょう。なんかいきなりすごい展開だったんですけど。でも多分
ずっと聞きたいけど聞けないしっていう、やっぱ抱え続けとくにもね、体力、気力使うので、今ここで吐き出すことで、エイブラマーさんは一つ2を下ろせる可能性はあるし、でもグロリアさんがどうなったか知らないっていうことでしょ。駆られてしまったからなのかな。なんで封印されちゃったからなんですかね。よくわかんないけど、でも結果を操ることさえできる能力だっていうことが判明した後にこの占いするのちょっとほんと責任が重すぎますね。なんか、それはちょっとみたいな。はい、そう、だから、私が読むのであればいくらでも解釈は変えられるんですよ。はい。多分このカードと、ここのカードの共通点からすると、塔が出てるけど、何かとんでもない事故が起こるとかじゃなくて、あなたの状況が一変するっていうところかもねっていう風にでも読み替えてこれ上げ読みとかって言ってすごい嫌われたりする可能性があるんですけど、そうなんだ。誰かをおだてるため、いや、でもね、誰かをおだてるために上げて読んでるんじゃなくて、できる限りいい結果を示して、こうなるようにしませんかと。で、ちょっと、こうならない限りはやっぱカードが出てるところ衝撃的なカードが並んでいるので変えませんかっていう提案をすればいいだけだと個人的には思っているので、上げ読みとかなんかおだて読みみたいな感じで言われるのはやっぱ心外だけど、やっぱそうやって日々占い師はさらされてるんですね。しかもタロットって有名なのでやっぱある程度分かってて占われに来てる人がいるんですよ。その解釈違いますよねって言って占い師相手に反論してくるクライアントもいるらしいので、すごいなって思うんですけど、まあでもだからフォルトゥーナさんカードが出たからどうするじゃなくて、自分がその中に隠れてる可能性を拾い上げられるかどうかに目を向けた方がいいなって思うので、そんな感じでやっていきましょうか。そうですね。ねえ。それじゃあ、古文がベヒモスをどう扱うかを読むわけね。そうだ。それから、第一の魔女、グロリアがどうなったかを調べると。頼む。良い結果を引き出してくれ。頑張ってみる。デッキを信じましょう。いや、本当に、デッキによるんですよ。こいつすげえ優しさの、不当は塩と哀愁の潮流を生み出す。最後の花の方向をあえて欲望を喚起させる。ガラスの人形とスノーキャットの目が根源的衝動をもたらすということで、前回作った慈悲心のカードが出ましたね。これ悪くないんじゃないですか？今のところ一番優しいカードなんですけど、これ恋に破れた魔女が呪いをかけた不当なんですよね。そういえば。確かに。でも古文がまあでも順番的には古文ですね。まあグロリアにすることもできるけど。ベヒモスに対する、できるんですけど、まあでも占い師としては出す順番は決めないといけないので、これをこっちに置こうっていうのはあれなんですけど、まあ、ゲームだからしてもいいんですけどね。ただ古文のベヒモスに対する姿勢なので、慈悲なので、ベヒモスを狩るだなんてとんでもないっていうところで行くのかなっていう、まあ、そうですね。まあなので逆にベヒモスを守るっていうところで行くなら、まあこれを置くのはまあ良いことかもしれない。そうですね。とりあえず古文の姿勢を、示していきますか。はい、変えましょう。ベヒモスをやっぱ魔女狩りで苦しんできた、ね、流れがあるのに、ベヒモスと魔女は平和に共存するようになる。あなたが私の古文の支配者となる。それはいらない。それはいらない。それはいらないな。ということで平和共存でいきますか。ですね。もうこれ以外ないでしょ。エアーク入れるし。やっぱ難しいんだ。でもまあ共存できる、風エアーが全然手に入らねえっていうビビりもあるんですけど、ただやっぱ、ここにこのカードが出てよかったなって思います。ただグロリアさんについては
どう読めるだろう。そうなんですかねまずここの選択肢がな、選ばせてくれるといいんだけどな。ベヒモスと魔女は平和に共存するようになる。それは最高ではないか。まさかこうも簡単にいくとは思わなかったぞ。お前は私でこれまでに出会った中で最も強力な魔女だ。たった一行の言葉で全ての問題を解決した。正直、本当にこんなことが起こるのって感じだけどね。奇妙な感じ。自分の口から出たことが現実になるのを知ってるってのは、実際、今までも同じことをしていたとはいえ、ね。他にはどんな選択肢があった？言わないでおく。実際に読んだ結果に影響しちゃいそうな気がするから。エイブラマールートって書いてましたってエイブラマールートです。はい、エイブラマールートがありますねっていうところですよね。そうか、わかった。ありがとう、フォルトゥーナ。これは私にとって非常に大きなことだ。この宇宙の歴史上、ベヒモスに対してこれほどのことをしてくれた者はいなかった。これは、あなただけのためじゃない。平和な共存は、みんなにとっていいことだから。トランプ、ネタニヤフ、聞いてるかその通りだな。ホルムズ海峡を開けるべきだ。はい。聞いてるか、神谷宗平。知ってるか対外主義なんていいことねえんだよ。はい、本当にもう、怒っておかないとね。ゲームが教えてくれてるんですよ、こんないいことを。はい、なんで現実の政治家は言えないんですか？はい。うん、その通りだな。それでも私はお前に感謝したい。どういたしまして。おお。して。いや、ありがとうございます。おお、ネクロノミコンかい。これか。微妙だな。いや、ちょっと破壊的じゃないですか。怒りに駆られたベヒモスが理解を妨げるだから、グロリアさんについて何か起こったとすると、それに対してエイブラマーさんは我を忘れるほどの怒りを持ったと。そして、まあ、小惑星による破壊って、だからその、愛の悲劇っていうか、だからその物理的に小惑星降ってきて地球が滅びるとかじゃなくて、なんかその感情的にそうやってもうなんかこう、ハートを射止められるじゃないですけど、エイブラマーさんの何かをぶっ壊すぐらいの何かの力があったんだろうけど、でも、グロリアさんについてこれだから、でもアルカナを祝福するでしょ？アルカナが一体何を指すかにもよるけど、何を指すのか。欺きって書いてありましたっけ？あなたはグロリアを再開し、その関係に再び火を灯すことができる。もうそれでいいよ！もうこれでいいよ！あなたはグロリアと再会する。しかし彼女は遺体になっていて、あなたは彼女に最後の言葉をかけることになる。グロリアは二度とあなたを愛さない。けれどあなたは彼女ともう一度だけ会い、彼女から別れの贈り物を受け取る。何何多分これエイブラマールートを求めている人からするとちょっとだいぶこれをお願いしますって感じでしょうけど、でもな、でもネクロノミコは欺きとかって書いてあったでしょ。だからやっぱ、グロリアさんってそのやっぱ始祖ってやっぱ皇族からやっぱ嫌われるというか、まあ権力を持ちすぎるとね狙われるので、っていうまあ淘汰されるのはまああれっちゃあれなんですけど、でもね、クロノミコンのそのまあこれすみません、メタ読みだけどエレメントポイントが全部4ポイントなんで、おそらく最良のカードではなかったですね。多分最良だったらさっきの自費心みたいに5ポイントくれるはずなんですよ。だからちょっと惜しかったな。そうなんです。おそらくそうです。エレメントの数でこれね、おそらく回答の質がちょっと影響してるっ
ぽいんで、ダリアさんの時1だったんですよね。で、それを私途中で気づいたんですけど、ダリアさんだからそんな微妙な反応だったんだ、みたいな。ああ、なるほど。まあ、うんでももうどうしようもないですもんね。あの時にそうですね。強いカード作れなかったので。まあ、カードのパワーによってると思うので、だから、まあ、どうしようもないですね。そうですね。は割とだから重いコストをかけて作ったカードが、うん大きいコストを、うん大きい報酬をくれるっていうカードになるって感じですよね。でもそうとも限らないっぽいですけどね。そうなんですか。はい。自費心どのくらい、でもそうですよね。自費心とネクロノミコン多分同じぐらいなんですけど、多分、まあ今回の場にふさわしいのは本当は自費心の方だったから、両方とも自費心だったらいいんだけど、まあそれができなかったんで。今はそうですね。我々のデッキでは確かにどっちも自費心出てくれるとよかったんですけど、まあそういうわけにはいかないからな。あれか、星の恋人のカードを作っていればもしかすると、そうですね。そっちが出たかもしれない。うん。蛇と魔女の恋でしょだって確か。そうですね。種族の恋なので。そっか。じゃああれエイブラマーさんとグロリアさんのアイコンだったのかもしれないのか。あるかなだったのかもしれないのか。はあ、そんなことが。いや、なんで愛さないとかって言わなきゃいけないの。いやね、ちょっと悲しすぎますのでね。まあ、水でいきますか、水で。感情のカードでいきましょう。もう、びしゃびしゃでいいですよ。びしゃびしゃで。すげえ偏ってきたけど、エレメントが。はい。まあ、ただその、愛は水のエレメントなんですよ。カップなので、びしゃびしゃでいいんですけど。はい。ということでいきましょう。はい。あなたはグロリアと再会し、その関係に再び火が灯る。本当か？間違いないよ。私がそう書いたんだから。信じられん。もう二度と彼女には会えないと思っていた。まして再び彼女の愛を得られようなどとは。本当にありがとう、フォルトゥーナ。この恩は忘れぬ。今度は私が願いを叶える側になったね。しかも怪しい条件も代償もなしで。はっ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 は。弟子が死を超えたか。本当に感謝する。どういたしまして。お前のデッキはかつてないほど危険な存在になったように思う。私が自分をお前の読みの対象にすることはおそらくもうないだろう。これまで様々な宇宙を生きてきたが、お前ほど私に脅威を感じさせた者はいなかった。頼むからその力を賢く使ってくれ。へえ、まさかベヒムスからお願いされるなんてね。これは気を引き締めないと。泣かさないでもらおうか。ちょっと、そんな目で見ないでよ。あなただって重大な事柄に直面して悩む私を茶化してきたじゃない。己の行為が跳ね返ってきたというわけか。言われた側の気持ちが今はわかる。謝罪しよう。すまなかった。そんな固くならないでよ。私はあなたの味方だから。ああ。手紙が届いているようだな。本当だ。見てみましょう。おっと、これは。これはでもあれですね。とりあえず、あれ見ときますか。押し付けられた、そうですね。押し付けられた鋼鍛冶。違う、銅鍛冶か。銅鍛冶、どの道作れないけど。あれフォルトゥーナさんのビジュアルが変わっている。真ん中に第三の目が。ですよね。つけたんだ。アタッチメントなんですか？アタッチメントなんだ。いや、花粉症の時期ね、私、鼻がアタッチメントだったらよかったのになとはずっと思います。外して洗いたい。何なんだろう。感じる。
エイダーナの目が私の頭の中で脈動しているのを、アルカナを体現する絵の向こうにあるものが見えるような気がする。宇宙の帳の向こうを覗くために、少し魔力を使ってみるのもいいかも。あ、変化させられるとかなのかな。あ、解析できるんだ。あ、増えるんだ。ほら、待って。はい。待って。はい。この要素、もう、カードの組み替えができない時に出さないでほしい。全部見たいじゃないですか、だって。ああ、確かに。カードのなんでしょうね。アイテムごとの組み替えができるようになってからだったら、よかったなって思うんですけど。だから、例えばこれ解析したら、何かしら、象徴が増えるのかなとか、文章が増えて、あれか、だから、進化するのかも。上位に。なんか、さっき言われてたでしょ。そうですね。上位カードに進化することができるっていう話が、まあ、エイダーナーの口から出てたので、なので、解析することによって、コストをかけて解析することによって、なんかちょっと、なんか、このスフィアとかアルカナとかシンボルをちょっとこう、進化、エクシーズ召喚的な感じになるのかもしれないですね。フュージョンでもいいし、シンクロでもリンクでも何でもいいんですけど。でも今、余りすぎてる水のエレメントを処理できるのナンパ戦の書庫しかないんだよ。でもそう、逆に、知識なので、まあ、どこで見たんでしたっけ、グロリアさんのやつ。スフィアじゃなくて次かな。次のとこでどっかにあったかもしれないですね。どこだったかな。愛でビシャビシャのスカーレット。でもまあそうですね。だから感情とか愛に寄り添うような、まあそういう選択肢を選んでいくと水のエレメント集まりやすいのかもしれないですね。集まりやすいですね。このゲームでは水が感情じゃなかったと思う。何が感情でしたっけ？水が感情でいいんじゃないですか？でしたかね。水は力とかだったと思うんですけど、タロットの決まりでいくと、そのカップは感情なので、こう、誰かと思いを組み交わしたり、こう、幸せっていうところを追い求めたり、ただその氾濫して恐ろしい力を持つっていう、で、水の恐ろしさを感じさせる一面もあったりってするのが、あとは共感ですよね。水ってその溶け合うとか、そうだな、こう、共有できるものなので、溶け合うっていうところで感情なので、愛っていうのは、そうだな、カップ、水が持つものなんですけど、ナンパ戦の書庫から、でもちょっと気になりますよね。一回やってみたいですよね。やってみますか。水が感情ですね。土が現実、空気は文脈、火は衝突ですね。はい。このゲームだと。そうですね。火は争いなのは、多分もう、タロットと一緒なので。はい。まあ、コスト1でできるから。かつての幼い西年の命を。この魔法の帳を貫く力を与えたまえ。私に、さらなる知識を。これ知識を選んだからできるようになったのかな。なるほど。感情、直感、物質、真実。はい。あれか、だから多分、どんな、このカードが、なんか水を象徴が何になるかっていうことか。っていうことですね。見れるのかな。で、あと、そうですね。どのカードが出たら水がもらえるかとか。で、さっきのだと水がもらえて、で、あと、意味が出てきたので、そういう同じような意味を持ってるのと組み合わせると、まあ、思ったカードを作れるってことか。なんか増えるわけじゃないんだ。でも、キーワード見れるのは、それはそれで面白いですね。どの、要素からどのキーワードが出てきてるのかを見れるっていうのは面白いかも。風をください。誰かお友達が5回ぐらい占われに来てくれないかな。いやでも本当占いの機会がまあちょっと限定されてるのでね、ちょっとさっきまあ
エイブラマーさんのおかげで少しもらえたけど、ほんとコストがちょっと、割と急迫しているちょっと感じはあるんだけど。そう、怖いんですよね。ただどうしようかな。まああんまり無理してだから作成しなくてもいい気がするけど、あとできそうなのったら、これ解析までの余裕ないけど、忘れられし工場を使うか、さっきのナンパ線を使うってまた水のカード作るかっていうとこですか？ただ水のカード結構、まあ、ありますよね。あ、こっちも解析できんだ。できるっぽいですね。ただコスト高。で、これは、だからこれは風と水を得られる可能性がある。あら。なるほど。火と水。大体何を持ってるか、火か、やっぱりそっか。土ですね。水。エアまあそうでしょうね。1がエアーなのはもう分かりきってるんですよ。だってエアーしかない時に作ってるので。そうですね。だからやっぱエアー要素があるのがウイスキーサワーとあれしかないから、ちょっと今エアーが足りない感じなんですけど。でもマジでちょっと、占わせてよ。誰か占いに来てください。リスナーさんから募集しようかな。占われに来てください。そして風のエレメントくださいっていうね。まあ風のエレメントにそうか少し余裕があればでも解析したところでパワーアップするわけではないんですかね。ないのかもしれない。何をもらえるかとか、なんかちょっとお楽しみ要素かもしれない。そうですね。かな？ヒント教えてくれただけですもんね。まあ真実、まあでも真実系は確か他にもありますよね。まあでもまあ書庫だからね、書庫が知識をなかったらなんがっていう話になるしな。そしてナンパ線を使った場合、これがな星の恋人か。星の恋人って確かになんかグロリアさんっぽいですね。ただ女神か、だからグロリアさんが女神になり上がってしまったと考えるのかな。だってまあエイブラマーさんちょっとヘビっぽいでしょ。まあでも空っぽい感じはあるっちゃあるけど、なんか星の恋人はすごいなんかちょっとエイブラマーさんの話を聞く限り、お二人っぽいなって思ったりはした。これはどうあがいても使えない。エアーがないの。エアーがないのよ。エアーがないんだよ。エアーをくださいよ。だからね、正直第3の目じゃなくて、エアーの全部のエレメントをね、20ぐらいくれればよかったんですよ。そうですね。エイダーのさんが。もう、エイダーさん。そうですよ、エレメントくれればよかったのに。だから正直な、火はいらないんだよな。だからやるとしたらバードダンサーですか？エアー要素が1個あって、土もちっとあって水で作れる。っていうところで言うと。そう。書庫にバードダンサーさんか。でも書庫にバードダンサーあんま合わないのか。いや、まあでも合わなくても要素が合ってればいいので、もう、現状エレメントの回収ができない以上、やっぱちょっとそこの辺から、なんでしょうね。しかもゲームシステム的に、厳しいカードばっかり作ると大変な目に遭いかねないので、ぴったりななんかこう、しっくりくる組み合わせじゃなくても、もう、作れる優しいものを作っていくより他ないのかな。確かにこの、バードダンサーさんは確かになんか、軽やかで、争いはないですよね。争いは、多分ない。きっと争いはない。解析出ます？絵にしたとき。この通りですね。だからほぼ同じ。エネルギーコストとほぼ同じ。得られるのも多分そうでしょうね、じゃあ。同じですね。やっぱりエレメントは対応してるんじゃないかな。ね。で、あと火のエネルギー、火も結局あれですよね。いっぱいあるって言ってたけど、5払っちゃったからだいぶ減ったってことですよね。エイブラマーさんにね、提供したので。
ないんだよな、火も3なんだな。うん。まあでもちょっと火は攻撃的なカードになっちゃうので、今は、難しいな。でもちょっと選んでみますか。で、その次のシンボルでどうなるかを、バードダンサーさんで見てみましょうか。そして、いや、本当はな、エーテルの翼とか使いたいんですけどね。いや、そうなんですよ。エアがないんだよな、最低者の書もな。そう、使えないんだよな。なんで、アイアンゴーレム、宇宙飛行士の衣。そうこれやっぱ宇宙飛行士さんがいらっしゃるので、あれに使いたい。ね、あっちの組み合わせたい。そう。多分でもそれね、ルイーズさんからいただいたシンボルなので、何かしら多分使えるんだろうなって思ったりするんだけどな。なんでエアーがないんですか？結局エアーがないからずっとそれ言ってるけど、黄金のシャベルか底なしの壺ぐらいしかないか。これでどうなるか。まあ水のカードだしね。まあ壺にしてみますか。水。おお、なんかカオスな。どこを背景選ぶか。やっぱここすごく印象的ですよね。その下に何かが埋まってるというか。まあでも船の上で踊ってても面白いっちゃ面白いですけどね。下にちらっと見えるようにして、なんだろう。バードダンサーさんは、この辺で踊ってる感じにしますか？逆に。この会場で。そうですね。水面の上を踊ってる感じにしますか？FF10 のなんだっけな。あれ？名前ど忘れした。ユーナが、死者を弔うために踊る舞があるんですよ。あんな感じで。すごいあそこのシーン美しいんですけど、ただね、メインがやっぱり異性愛なので、やっぱ見ててしんどい。なんか、やっぱそればっかり、そう、FF、9は割と生命参加の意味合いの方が強かったんですけど、8もラブストーリーで、10もラブストーリーなんですよね。いや、まあ、9も異性愛ですけどね。ただいろんな愛はある。いや、でもそうだ、10もいろんな愛がある。親子の関係、家父長制的なっていうか、強権的な父親に反抗する主人公が見れるので、でもそれ、結局でも親父と同じ鉄を踏んでるからな、ティーダもな。やっぱ FF 君はね、もうちょっとなんか、マイノリティが、私たちもこの世界の一員なんだって思えるような、ものを作っていただきたいでございますよ。そうですね。いないんだな、私はこの世界にってやっぱちょっと思っちゃうと悲しいので、やっぱね、烏丸さん鳥の配置にはこだわりますよ。なんかこだわってましたね。イカイ送り。反転は上か。そうか、イカイ送りです。そう、ありがとうございます。本当に水の上を歩いていって踊るんですけど、なんで水の上歩けるかっていうと、その世界のなんか虫が、召喚師の足元のに、水の中に集まるから、実際は水の上を歩いてるっていうか、その虫が道を作ってくれてる上を歩いてるみたいな感じらしいんですけど。で、やっぱ、初代プレステからプレステ2になって初めての作品、本当はね、9もプレステ2でプレイできるようにして出されてはいるんですけど、ただその開発中にプレ2が発表されたせいで、1からポリゴン作り直さなきゃいけなくなったっていうとんでもない話が9にはあるんですけど。そうなんだ。そう。で、なので9が確か4枚ディスク4まである綴りで出たのは最後ですね。で、なのでプレ2から出てボイスまで入ったのが10なんですけど、だからすごいグラフィックは綺麗です。ただやっぱりちょっとこう、家父長制だったり、望まない結婚とかが出てくるので、なんかイラッとはする。
イラッとする。よし、そしたらこんな感じでちょっと作ってみましょうか。いや、いいですね。いいですね。この、はいやっぱ水亀からこう何か出てると、やっぱそうだな、水亀座を思いつくな。で、美しい人が踊ってるからそうだな。面白いな。ビタースイートダンス。スイートダンンス。ナンパ船のおー、神はあらゆる秘密に目を通す。バードダンサーのユニークな美しさが開拓されていなかった感情を解放する。壺から途絶えることなく流れ続ける水は内面的欲望を体現する。対話、平和、憧れ、情熱、力。お、平和が入ってる。いいですね。優しいのができましたね。よかった。よかったよかった。優しめのやつ選んでよかったですね。でも、そういうことはやっぱりエアーがないとどんどんカードが厳しくなるってことですか？そうですね。水があれば優しいと思ってたんだから今まで正直ですけど。火とか土は厳しいカード多いから多分あんまりこういうのちょっと今多すぎるのでちょっとあんま増やさない方がいいと思うんですよね。今までこの辺全部厳しめのカードだからあんまり増やすとねバランス悪いので、はい。でもね、地はそんなに厳しいかと思ったけど地は確かに地に足つけろっていう言葉があるのと同じで、現実の地のエカードですよね。レメントはそう現実を突きつけてくるカードなのでしんどいっちゃしんどいんですよね。FF は基本マジョリティ目線でありますが、インディーゲームでマイノリティ目線の FF オマージュの作品が出てきた。へえ。おー、すごい。それ気になるな。やっぱそう、スクエニくんはもうなんか、いろいろやらかしまくってて、もう信用がならないので。二人が来てますね。最初、ダリアさんだけだったですよね。あれ確か。しかもあのまま死んだよってお祝いしてるじゃないか。ひどい。いや、まあ、大丈夫？あなたに伝えなきゃいけないことがあるの。訪れていい時があったら教えてちょうだい。かしこ。ジャスミン。かしこだ。かしこ。私もな、天まで遊んだことあるんですけど、なんかもう記憶があんまりない。で、正直、7と8はめっちゃ好きで、割と覚えてるんですけど。はい。ね、私は9が好きなんですけど、ですもんね。っていうか、多分生まれて初めてクリアしたのが9なので。どうしましょう。とりあえずダリアさんを呼んでおきますか。でも一番ジャスミンさんの使い魔さん、後から来ましたよね。後から来たと思いますね。最初多分、ですよね。多分一人だけだった気がする。多分ダリアさんのしか見てない気がするので、まあ順番的に、なんでしょう、重い話題持ってそうなのはジャスミンさんなので、そうですね。ダリアなんか姉さん伝えなきゃいけない大好きことがある。コメントがあるのでダリアさん呼びましょうか。いや、そう、かっこいいですよね、ダリアさん。はい。ということで、久々にダリアさん登場です。何に乗ってるんだろう、いつも気になるけど。多分、剣じゃないですか。剣か。確かにダガーですもんね。総長が。なんかそれこそクラウドが持ってる体験的な感じのでかい剣ですぽいかな。聞いてよフォルトゥーナ、エイダーナが死んだざまあ見ろここから出てお祝いしましょう。無理だよ。なんで？あいつ死んだんだから規則なんて関係ないでしょ。私が自由になれるかどうかは次の長の手に委ねられたみたいだから。なら私が長になる。そして最初の指令は流刑の禁止。だといいけど。私は本気だよ。私、長に立候補するから。本当に？あなたが子分を率いるなんて正直想像できないけど、そういう責任を負うの
嫌ってなかったっけ？ああ、でも私はエイダーナの打倒を計画してたでしょ。最後におじけづいちゃったけどさ。でも今は暴力に訴えず体制を変えるチャンスなわけだから。私たちは理不尽な長に何世紀も耐えてきた。私が古文を蘇らせてみせる。かっこいい。ついてきて。私がみんなに自由と幸福をもたらしてあげるから。今日はいつにも増してエネルギッシュだね。やる気がみなぎってるから。フォルトゥーナ、力を貸して。一緒に古文を統治しましょう。すごい。話がぐいぐいきますね。でもどうなんだろうな。私がみんなを幸せにするっていうのって、いい言葉にも聞こえるし、拡張性的な恐ろしさもあるので、どう捉えたらいいんだろう。いやー、ダリアさんめっちゃいい人だけど、ね、あんまりリーダー向きじゃない気が、もうちょっと、でもただ行動力はあるので、ダリアさんを長と据えるなら、補佐たちを大量の、実務人間で固めるっていう風にすると、絶対ジャスミンさん必須ですよね。そうですね。なので、ダリアさんのエネルギーに乗っかっていろいろ整えていく人々。っていうのが周囲にいたら、ダリアさんはすごく優しい長になれるんじゃないかな。そうですね。とは思いますけど。多分ジャスミンさんをなんだろうね、コントロールというか、少しあれできるですね。グレーテさんと多分ジャスミンさんは絶対必要だし、他にもいろんな補佐系の人たちを固めないと危ない。いや、そうですね。いや、グレーテさんいないとダメですね。これは本当にね。グレーテさん絶対必要ですね。必要ですし、ジャスミンさんが配信に置いてください。そう見てください。すごく素敵な方でしたので。でね、ジャスミンさんに、まあ、ダリア落ち着いてって言って、こう、ハーブティーを出されて、はーんって言って飲みながら、っていう、なんか、やっぱ、それぞれね、完璧な人間っていないので、お互いの持ってる持ち味を、生かしていく。だから一人に全てのタスクをやらせるんじゃなくて、適材適所っていうのをちょっと今の社会はもうちょっと考えた方がいいかな。だから工場の流れ作業っていうけど、正しいと思うんですよ。自分ができるところをやるっていうところに落とし込んでいくっていうのが大事だよなって思うので、苦手なことをやらせようとするんじゃなくて、得意なことを伸ばしてそれぞれに配置する方が絶対いいと個人的に思ってるんですけど。なので、ただどうなんだろう。これもしかするとジャスミンさんもなるって言い出すのかな。可能性はありますね。だからダリア対ジャスミンで選挙になっちゃうの可能性もあるか。で下手すると第三勢力としてフォルトゥーナさんを担ぎ上げる人たちが出てくる可能性もあるのか。なるほど。この古文の崩壊を食い止めるためにフォルトゥーナ様万歳とかっていう風になってくると、多分フォルトゥーナさんの望むところではないので、難しいですね、この辺。先ほど10分ぐらい巻き戻してみましたが、ジャスミンさんの使い魔すでに来てました。なるほど。我々が見逃してただけかな。すいません、ありがとうございます。失礼しました。じゃあやっぱどっちに話を聞くかによって多分また選択肢があれしますよね。確か変わるのかもしれないですね。先に話してたからジャスミンさんの時にそのダリアさんの話が出せたりとかしましたもんね、確か。FF の件全然気にしないでください。あと、大丈夫です。ありがとうございます。私ダリアさんはリーダー向きだと思いました。部下に采配任せながら説教かな。一瞬切れたかな、OBS。大丈夫かな。はい。皆さん大丈夫でしょうか？聞こえてますでしょうか？ちょっと言ってますか？はい。いや、多分ね、そういう、先ほどの話に戻りますけど、ダリアさんね、リーダーにするのはね、だからそういう感じで、ちゃんとですね、周りを固められるんだったら私も賛成なんですけど、私が多分個人的に、だから、ワンマン的な人はちょっと苦手なので、あんまりそうならないようにね、やっぱり周りが固めて注意しておかないといけないかなという気がするんだよね。ダリアさんが望まない姿にならない
ようにダリアさん自身が望まない姿に落ちないように、そうですね。やっぱり、それぞれの得意分野をこうそれぞれが受け負うという形でしていかないとダメなんじゃないかな。やっぱね書類仕事がこんなにしなきゃいけないとは思わなかったみたいな。長なんて何かしら決めて誰か困ってる人がいたら助ければいいんじゃないのみたいな、理想があったりもするかもしれないけど、実際は書類に目を通してハンコを押すだけみたいなよくあるじゃないですか。まあそうですね。そんな風になったりとかってするならまた、でも別、ダリアさんはやっぱ本当現場で動く人として、誰かに寄り添ってっていく方がいいからだからそういうリーダーを是として、実務的な補佐とか、副長的な人たちを立ててやっていくっていう風にする、だからそれが組織だと思うんですけどね。やっぱ一人に全てをさせようとするのの方が間違ってるので、とは思いますけど。でもとりあえずは方針を聞きますか。あなたすごいカリスマ性あると思うけど、まずあなたの方針を聞かせてください。どうする気なの？いや、それはやっぱ初心証明とね公約は聞いておかないといけないのでね、公約達成率 0% ですからね。着手率は知らないけど、はい。ねえ。まずはあなたの方針を聞かせてくれる？そうよな。ごめんね、突っ走っちゃって。私だってバカじゃない。ちゃんと計画は立ててる。いろいろ調べたりもした。私たちの古文の法となる5本の柱についてもね。つまり審判、処罰、禁忌、有限生命体の扱い、魔女の務めについて。これ初出ですよね。初出ですね。はい。初出ですよね。だからで、あと5つなんだ。はい。有限生命体の扱いはやばいんじゃないですかね。人間の扱いってことですよね、多分。ってことですね。で、あとはだから魔女の不死性を代償に支払ったので、フォルトゥーナさんも有限生命体になっちゃってるはずなんですけど確かに今気づいた。はい。だから、フォルトゥーナさんはだからもう死ぬんですよ。寿命で。確かに。寿命か病気で。っていうことだと思うんですけど、でも審判は多分最低期間とかが担ってる。いや違うな。コミュニティ内だ。多分だから民事不介入じゃないですけど、古文内だけだったら、ある程度は警察は最低期間介入しないと、その古文間の論争とか、あまりにもその古文内でも収拾がつかないくらいの武力行使とかがされ始めたら最低期間が介入するっていう感じだと思うので、見てた限り。だから審判もそうだな。だから結局エイダーナさんが一人で下したっていうとこですよね。審判はやらかした魔女の見極めとその対処法を規定する。処罰はやらかした魔女をどう罰するかを規定する。禁忌は危険な代物をいかに扱うかを規定する。有限生命体の扱いは人間や動物など非魔法生物をいかに扱うかを規定する。魔女の務めは個々の魔女が古文のためにすべきことを規定する。そしてエイダーナの方針は、私がルールだ、逆らう者は流刑だ、危険な者は禁止だ、人間なんてクソくらいみたいな感じだった。やっぱ独裁だよ。ダメじゃん。終わり。さっき偉そうなこといっぱい言ってたけど。だけどやっぱね愛って伝わらないなら誰のことも救えないんですよ。そうですね。そうし、どんなにすごいものがあっても知らなければないのと同じなので、ダリアさんとか他の
方々、まあグレーテさんもおそらく好きじゃなかったっぽいので、そうエイダーナさんのことなので、そういう風に誰かに伝わってなくてこうもう表現されてる時点でエイダーナさん間違ってたっていうのはまあもう揺るぎのない事実かな。私はこれを大きく変えたい。もっとオープンで寛容なものにね。ああ、下にこれついてるけど、今までやってきたエイダーナの方針がこれってことかな。審判に関してはルーンの審判による、さっきなんだっけ、グレーテさんのやった時のルーンの占いのみたいなやつなのかな。処罰に関しては流刑である。禁忌に関しては全て禁止する。有限生命体は古文が望む形で搾取する。魔女の務めは厳格なノルマ制であるという。はい、アウト。これ確かコミュニティを成長させるためにはこれがいいんですけど、頭打ちするんですよ。こういう厳しいことしてると。これ多分ジャスミンさんが語っておられたじゃないですか。そうですね。私たちの古文はすごく他の古文に比べてすごく成長しているのよって言ってたけど、その成長した理由がノルマが厳しいとか、だから仕事ができない人を追放したり下に見たりすることで格差社会を生んでったので、そういう社会をやっぱり頭打ちするんですよね。っていうところだと思うんですけど、ね、ルーンの審判だから下手するとルーンチップとかルーンストーンとかを使って神の声を聞いて決めてましたね。そうなのかな。それって本当の審判ではないですよ。法じゃないと裁いちゃいけないので、占いで人を裁いちゃダメですよ。何してんの？ルデンシャル生命社長のエイダーナです。今回ルーンの審判であんたは流刑になりましたみたいな。やば。終わり。やばい。確かにそんな古文嫌だ。いや、マジで嫌、そんなの。プレデンシャル生命は間違ってると思います。はい。審判は古文の魔女全員で話し合いながら行うことにする。重要な事柄は全員の意見を聞き、全体投票によって解決する。おー、すごく民主的になった。すごい正しいこと言ってんじゃん。さすがっす。私たちの古文は100人に満たないから十分実現可能だと思う。まあ生え抜きっていうかよりすぐりの人たちが残ってるからでしょ多分。もうちょっと本当は人数増やせたはずなんですけど、エイダーナさんのこの圧政のせいで人の流出があってるはずなので。そうですね、追い出してましたもんね。ってことかな。であとやっぱその全体での話で進むのかな、まとまるのかなと思ってちょっと心配したんですけど、その点もきちんと考えておられましたね。100人に満たないから今のうちは大丈夫だというところだったので、例えば人が増えてきたら役職を決めたりとか、投票だったりとか、ジュリー陪審員みたいな感じで選んだりとかっていう風にしていくんでしょうね。しっかり見ておられますよね、やっぱダリアさん。すごいな。すごいちゃんとして考えてましたね。ね。そして処罰の規定は存在しない。あらゆる問題は関係者間で話し合って解決することとする。それってちょっと楽観的すぎない？同意に至らなかったらどうするの？最低期間に事案を提出する。私たちは魔法条約を結んでいるんだから、そもそも自分たちで処罰を決める必要なんてないはずよ。なるほど。流刑じゃないなら何だっていいレベルですけどね。確かに。今までも乱暴すぎましたからね。やっぱ処罰というか話し合いで何日間の謹慎ですとか、だと全体で話し合ってる時点で誰かが何かをやらかしたことは共有されてますからね。その点で一定の制裁は受けているというふうにも捉えられる。で、それで解決に至らない場合最低期間を頼るっていうのは、この魔女たちのコミュニティとしては正しい筋の通し方なんだろうなって思いますね。ね。同様に禁忌の規定もなくす。何かを禁忌とすれば逆にそれについて覗きたくなるものよ。実際グレーテさんがそうだったし、目の前の人もやってますからね。知らないけど、むしろ知識をしっかりと共有し
それがもたらす結果について魔女たちをしっかり教育するべき。でもね、これはそうなんですよ。性教育をなんか変なものみたいに言ってた安倍晋三君たちはちょっとね、反省してください。もはい。地獄で反省してください。本当は牢屋に入ってほしかったんですけど、仕方がないですね。イブラマーもにっこり。これにはイブラマーにそれは本当にそう。続いて有限生命体の扱いだけど、私たちは彼らとのつながりを全て断つべきだと思う。過激な方針に思えるかもしれないけど、私たちは十分に恵まれているんだから、人間の命をもてあそんだりするべきじゃないと思う。いやでもそれはそうかもしれない。交流を断つっていうのが正しいかはすぐには答えられないんですけど、時の流れが違うし、倫理観も価値観ももう魔女となってしまった時点で違うので、やっぱどうしても魔女側が有利になるから、やっぱそうなると、十分な倫理観が育っていないうちは交流を断つしかないとは言えるのかもしれない。なるほど。でもしっかり考えてるんですね。そうですね。つまりそっとしておくってこと。私たちには全宇宙という広い遊び場があるんだから。そして魔女の務めは、窮屈なノルマ制度の代わりに魔法税を採用し、古文の資源を貯蓄するのがいいと思う。ほう。魔女はそれぞれ好きなことに従事していい。その代わりに宇宙から引き出した魔力の一部を古文に収めることとする。私たちはその資源を使って新入りや困ってる魔女の支援をする。あるいは大きな公共事業とかね。正しい税金の使い方だ。すごい。普通に政府の仕事やってる。すごい。そんなところかな。もう一つ早急に決めるべきことがあった。エイダーナの遺体をどうするか。つまり彼女の遺体を食すか分割して宇宙に散布するかをね。どういうこと？魔女の遺体には大量の魔力が蓄積されてるらしい。私たちが文字通りエイダーナを食べれば、私たちはより強力な存在になる。一方で、彼女の魔力を宇宙に放放すれば、より多くの人間女性がこっちに上がって魔女になれる。古文の魔女の数も倍ぐらいになるはず。私は魔力を宇宙に解放するべきだと思う。彼女を吸収すれば個々としてもっと強くなれるかもしれないけど、多様性にもまた特別な力がある。いいこと言いますね。ブレイズで、ブラックなそのアフリカなルーツを感じさせるダリアさんがこういうことを言うのはやっぱ重い言葉だよって思いますね。そうですね。もともとはその人間のね、こっちの黒人系の女性だったのかもしれないですし、はい。ですね。ただその生まれ故郷があれでしょ。でも大犬座とかだったので、もしかすると地球の人間ではないのかもしれない。地球人ではないのか。なるほど。わかんない。ただその、地球人だけが人間っていうわけでももちろんないので、まあでもいろいろ、だからいろんな価値観があるっていうところですよね。生まれたところや皮膚や目の色で一体この僕の何が分かるというのだろうですよ。はい。なるほどね。でもより多くの視点と新たな意志がぶつかり合うことで、私たちはより興味深い形で成長できるはず。でもそれはそう、成果だけでどうこうしようとするとわけわかんないことになるからね。私の意見としてはこんなとこかな。というわけで、私に協力してくれる？いやでもこれ方針としてすごくまともでしたよね。もう断るはない気がする。ない。でしかもちゃんと話
ちょっと筋が通ってるし、うん。今後だからその有限生命体の扱いについて何か異論があれば、そこもしっかり議論して、うん何の意味もない、同性婚と選択的夫婦別姓で慎重なうんたらかんたらとかわけわかんないことを言わずに、ちゃんと真剣に議論を重ねて変えるってことも、ダリアさんならしてくださるんだろうなと思うので、うん。これ、逆に断ることがありますか？ただその、断る理由がない人間女性を、だから結局人間女性を魔女にするなので、ああ、地球まあそこだけはちょっとまあリスクがあるかな。まあ、でもその、これが何を指してるかがわかんないんですよね。その、女性が解放されるっていう、まあ、もちろん女性だけじゃないですよ。たくさんのグラデーションがあるので、出生時に割り当てられた性別だけじゃないものがたくさんあって、しかも男か女かっていうだけでもなくて、っていう中、その人間女性にしか与えられない魔女っていう肩書きや存在というのはあって、まあ思わんでもないですけど、まあでも、今の時代に至るまでそれでもまだ女性差別がなくなってないっていうところから考えると、やっぱどうあがいてももうこういう手を使わないと解き放たれない方が解き放たれるっていうだけならいいんだろうけど、どうなんだろうな。やっぱフィクションで別の世界っていうか別の次元で生きている方々と自分の次元で考えなきゃいけなくなると、ちょっとやっぱ難しいなと思いますね。ただすごく人道的ではないですか、ダリアさんのこの方針は。そうですね。とは思いますけど。やっぱりダリアさんは地球出身ではないんですね。ありがとうございます。なるほど。まあ世界っていうか宇宙中のね、魔女の候補の人たちにパワーを解放しようということで、いきましょうか。はい。これぞシスターフッドですね。はい。いいね。乗った。あなたやっぱり最高よ、フォルトゥーナ。頑張りましょう。よし、カードに聞いてみましょう。私は勝利するのかしないのか。本当は聞いちゃダメです。そこ聞いちゃうの？それまずくないですか？最悪負けたらこれ、やばいですね。なので聞き方を変えないといけないんですよ。私は勝ちますかじゃなくて、勝つためにはどうすればいいですかなんです。聞くべきは。多分みんなの信任を得るために私はどういうことを心がければいいですか、どういうことをすればいいですかっていう質問だったら答えてくれるんですけど、勝利するかしないのかは占い師としては禁忌に近いです。ギャンブルに近いので。だからテスト合格しますかじゃなくて、テストでいい点を取りたいので何をすればいいですかと聞くみたいな。で、例えば節制が出てきたら計画立てろって言われてるよとかだったり、塔が出てきたらなんか予想だにしないことが起こりそうだからトラブルに備えておいて、だから写真ちゃんと準備しておいてねとか、消しゴム準備しておいてねとかっていう対策を伝えるっていうようにするべきなので、占いは。なのでまあこの後フォルトゥーナさんがどう提案するかにもよりますけどね。まあ落ち着いて。その質問はちょっと重すぎるかな。どうして？やっぱり。そっか。だと思った。多分どっちか先に招いた方っていうとこだろうと思ったけど、ただね、ジャスミンさん補修なので、ダリアさんでよかったな、この流れだと。どうして？ジャスミンも立候補してるわけだし、事前に勝つところが分かってれば選挙活動頑張る必要はないじゃない。それはダメ。頑張ろう。それはちゃんと公約伝えないとダメだよ。目の前をね、知ってる？家の前を時速30キロで通りすがれていく私の気持ち考えたことあるかな、候補者さんって感じなんですよ。マジで。本当に。全然。選挙活動は頑張らないといけないですよ。いい人ぶる必要はないんですよ。ただ自分の掲げてる公約とかビジョンはしっかり語らなきゃダメです。それは選挙でもなくてもそうです。やっぱ
やっぱ自分の意思は表明しないことにはないので、我々はサイキッカーではないので、そうですねあなたの考えてることは全部お見通しよっていうのは占い師ではないので、はっていうところかな。デッキをシャッフルしてはっきりさせるくらいなら、ジャスミンを呼んでコイントスでもした方がいいよ。そのコイントスは当たるもはけ当たらぬもはけっていう感じではあると思いますけど、まあでも、そうね、カードに聞くべきではないかな。いずれにせよ、投票者にきちんとした情報を与えるために選挙活動は必要だと思うし、それはそう。まあね、必要ならちゃんと広報はするけど、でもどっちが勝つか分かってた方が余計な不安を消せていいと思うんだけどな。やっぱなんだかんだ不安ではあるんですね。まあ、だからジャスミンさんの良さが分かってるからだと思うんですけど。そうですね。まあ勝てない可能性もあるから、はい。まあそれはね、本当2分の1なので、ジャスミンさんが立候補して2人ならの話ですけどね。ダメ。それはジャスミンにとって不公平になるから。他の質問にして。わかった。じゃあ何を聞こうかな。そうだ。誰が私の敵になるのか。そしてピンチの時のためにどんな種類のダガーを作っておくべきなのか。なんだか物騒ね。5分の未来がかかってるわけだから、武装しておくに越したことはないでしょう。まあ使わないなら使わないでいいんですけどね。でダガーとかってやっぱ、日本の担当もそうですけど、守り刀としての意味合いがすごく強いので、嫁入り、まあ家に入るのであんまり良くないんですけど、まだその守り刀としてその白装束にね、白装束、婚姻章の帯に刺したりとかするので、やっぱ守り刀だからダガーもそうですよね。多分そういう風に己の身を守る範囲でいいから長い剣じゃなくていいんですよ。ダガーでいいんですよ。そうですね。短剣、ってところかな。まあだと敵っていうと何なんだろう。だからあなたの敵はダガーで倒せるものではない怠惰ですとかね、傲慢さですとか、そういうところもあり得るので、まあ、この質問なら尋ねられても答えるかな、私も。了解。カードをシャッフルする間、あなたの戦士としての魂に意識を集中させるようにして。このカードのシャッフル、私逆なんですよね。そうなんですか？そう、私は左手でカードの束持って右手でシャッシャって抜くんですけど。水のアマランサスを初めて出たかも。沸騰し続ける涙の海が最も強力な感情への接触を可能にさせる。魔法の植物は果実だけではなく思考も育て、オラクルの持つ種子の全てが無害にはなわけではなく、中には毒もある。青い炎は問題を引き寄せる。欺きとかもあるけど、試練もあるけど、平和、対話、未知、内政もあるんだな。なので、敵、まあ、誰か、なんだろうな、欺かれるなのか、欺くなのか、そんなつもりがなくても欺いてしまうってことはあるので、で平和試練で対話って出てるので、やっぱちゃんとロビー活動してくださいっていう話感じなんですかね。まあそうですね。選挙はご期エントリーではないので、だからちゃんといろいろ知らせてやる必要はありますよね。そしたら置いてみますか。はい。高齢の魔女たちがあなたを陥れようとする。強力なベヒモスがあなたの前に立ちふさがる。私の姉のパトリスがあなたの長になるのを阻止しようとする。なんでこれでパトリスさんが出てくるの？であれか、でパトリスさんが出てきたらダリアさん的には欺かれたことになるのか、フォルトゥーナさんに。もしかするとね、そうじゃなくてもやっぱなんだろう。まあでもなんかね、そういうことしてたのみたいな、なるかな。ただでもここでフォルトゥーナさんがすいません、パトリスさんを選んでしまうと、
予言成就しちゃうから、これは選んじゃまずいですよね。パトリスさんは本当に来ちゃうから。個人的には、そう、嫌でしょ、だって。そうですね。なので、個人的には、てか、あり得るのはこれなんですよ。体制がひっくり返ることで、一番困るのはおそらく高齢の、それなりの地位を得ている人たちが。側近たちは嫌がると思うので、はい。そう、大体ね、フィクションの敵も大体改革の敵は元老院ですからね。そんな感じだと思うんですけど。2番目何でしたっけ？我々あまりにもちょっとエイダーナさんに強力にね敵対しているので、ただ年齢が高いから保守的だとかそういうことではないですからね。それはそうですね。それは、間違っているので。ただそうですね、すみません。ただ今回の魔女たちはおそらくエイダーナの側近にいた人たちは中世出身の魔女とかあんまり人権概念とか知らない魔女の人たちが多分おそらく多いので、古代出身の魔女とか、が多いのでそういう感じになってるってとこなのかな。でこちらは強力なベヒモスがあなたの前に立ちふさがる。これまさかエブラマーさんと戦うってことじゃないよな。いやエブラマーさんはないか、平和主義だから。でももしかしたらなんか他のちょっとベヒモスが出てくるかもしれないという話か。なのでもしかするとそのグレーテさんから分かれてた何でしたっけ、ゲイナパスなんか難しい名前のやつ。なんかゲルブリアンだかなんだかちょっと長い名前のやつ、もしかしたらあいつ復讐もしかしたら復讐に来るかもしれないですね。確かにグレーテさんと分離させられちゃったので、そうですね。しかももちろんフォルトゥーナさんも力貸しましたけど、ダリアさんが撃ったダガーがなかったらできなかったので、そうですね。復讐の対象は2人いるっていうことなので、そうですね。ダリアさんに対して恨んでる可能性はあるからちょっと怖いですね、これは。ただ、乗り越えられそうなのが一番しかないっていうのが、そうですね。これだったらですよ、陥れようとするなので、あなたを陥れるじゃないんですよ。陥れようとするなので防げるんですよ。そうですね。確定事故じゃないので、しかもエアーがいただけ。大体我々ここに注目している。ピンクある、エアーあるって、ね、なるので、そうですね。なので個人的にはおそらく改革を防ごうとする保守的な層を、高齢イコール保守ではないのは分かってるのでそれはなんですけど、おそらくエイダーナさん派閥の方々っていう風に捉え、多分がおそらく嫌がるんじゃないかなっていうところがあるので、そうですね。なのでこれでいってみますか、無難に。はい。そうですね。これなら一番防ぎようがある、みんなで。そうですね。高齢の魔女たちがあなたを陥れようとする。やっぱりバースさんたち私の方針を嫌うだろうなと思ったの。どうせあの人たちはエイダーノの遺体を食べたくてうずうずしてるんでしょ。私の屍を超えてけっての。いや違うな。そしたら私の死体ごとあげられちゃうわ。とにかく汚い手を使ってこないことを願うわ。あの人たち自身のためにもね。そうね、汚い手を使ってこられたら裁かなきゃいけなくなりますからね。そうですね。俺の屍を超えていけ。そうですか。でないと魔女戦士の怒りに触れることになるから。かっこいいな、魔女戦士。そうですね。気合が入ったようで何よりよ。あんな連中に私は屈しないから。2枚目何が出るか。でもやっぱね、己のことしか考え、何戦争のカードが来た。いやー、これどうなんだろう。旗は挑戦をもたらすろうそくの赤い炎はおぞましい真実を近くさせる。死に遊撃されてきた火のエネルギーや浄化の力を獲得、死を再生を促す。だから浄化の力を持つ火のダガーを撃ちましょうみたいな感じなのかなのか。必要なのは男性。困難な時を耐え抜けるようにそうした力を持つダガーを取るべき。必要なのは注意深さ。嘘を見抜くためのダガーを作るべき。
必要なのは存在感、自らへの尊敬を引き出すようなダガーを作るべき。でもなんか2ポイントだからちょっといまいちだな、今回やっぱりちょっと。このカードがやっぱでも我々このカードはそうですね、作りたかったんですよね。ですけどね、戦争は意味がないっていうか、戦争は虚無っていうカードなんですよ、このスフィア自体が。そうですね。で白旗を持って降参しますって言っている、それこそが勇気ある行いであるっていうカードなので、我々すごい好きなんですけど、ゲーム的にはこのカードがめっちゃ厳しいカードらしいんですよ。そうなんですよね。なんかいまいちなんですよね。今回ちょっとポテンシャルを今発揮できてないんですけど、ただこれだとエアーもらえるし、火ももらえるし、必要なのは存在感だったら、平和主義的な意味でダガーを作るんだったら、悪くはない。だから象徴的な剣ってことですよね。守り刀と一緒というか。そういう風に選挙で勝つべきだから。宝飾系のダガーを作ると。だからそうですね。宝飾だったり、なんかすごくそのダガー職人として鍛えられたダリアさんの腕を示すようなものにすると、なるほど、その道を極めた人間っていうところのまた信頼度とかにもなる可能性はあるし、やっぱなんか敵がいるって考えるのがやっぱ悲しいし、で今回襲いかかり陥れようとはしてくるけど襲いかかられはしないので、己の、がこれこそダリアよって自分でこれが私の象徴だよって言える自信のある、ダガーを打つっていうのが個人的には一番平和っていうか素晴らしい使い方なんじゃないかなと思います。そして我々はエアーに注目してる、エアーが欲しい、エアーが欲しい。来るべきかダガーの答えは白旗のカードっていうのはそうなんですよね。めっちゃいい回に見えるんですけどね。そうなんですよね。エアーを5つぐらいくれという感じですね。いやそれはそう本当にね、だから白旗なので戦う気はない、争う気はない、ただ権力をやっぱ非暴力的な手段で正当にこの事態を変えるっていう意思に見えるので、悪いカードじゃないんですよね、我々からすると。ゲーム内のステータス的にはしょうがないんですけど。ナノクラフトさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。ということでいきますか。はい。必要なのは存在感。自らへの尊敬を引き出すようなザガを作るべき。確かに。それ最高のアイデアだわ。あなたは今のままでも十分威圧的だと思うけどね。これ以上存在感が増したらどうなることやら。何言ってんの？私そんな威圧的じゃないよ。ちょっと激しいとこあるかもしんないけど。それだけじゃないと思うけどね。とにかく頑張って。ありがとう。でもダリアさんの反応良くて良かったですね。良かったですね。どうかした？あなたの技量を否定するわけじゃないけど、ダガーだけじゃ高齢の魔女の対処には不十分だと思う。彼女たちには私たちを上回る知恵があるから。カードをもう一枚引いて、この危機的状況で取るべき道を尋ねるってのはどう？いいね。お願いするよ。じゃあ行くよ。対策のカードも出せる。そう、多分これは必要。こういう風に質問をつなげていくんですよね。ネクロノミコンだ。また出たね、クロノミコン。また出た。なんじゃらほい。いやでも前に対策でこれ出した時あんまり良くなかったもんな。大丈夫なのかな。またざむきだよ。なんだよ。おい。正式に決闘を申し込め、子分の前で自らの力を証明する。相手の注文を発掘し、最低期間に報告する。
デーモンと契約を結び相手の活動を妨害する。これはダメです。これはダメだろ。これはダメですね。で、あと、醜聞を広めるんじゃなくて、最低期間に、こいつらこういう悪いことしてましたぜっていうのは、まあ、それは合ってると思う。けど、血統が何を指すかなんですよね。血統か。確かになんかバランスよく全部のエレメントもらえるし、いい答えなんでしょうけど、血統ってなんだろう。気になるな、ちょっと。そう、私はね、これ血統って書かれてても本当はデュエルって読まなきゃいけないんですけどそうですよ。じゃあおいデュエルしろよって感じなんですが、そうだな、その高齢の魔女たちってやっぱその知恵の象徴である彼女たちに対峙して圧倒的な力を見せつけることによって信頼を得るっていう風にはなるんですけど、その血統で生き死にとかが決まっちゃうならな、血統が何を指してるかが分かんないんだよな。何なんだろう。そうなんですよね。なんかそうデュエルとかね、公開討論とかだったらいいんですけどね、殺し合いになって発展してしまうとちょっとまずいと思うので。そうなんですよ。そうで、あと血統罪っていうのがあるじゃないですか。はい。そうなのでそれっぽまあでも正式な血統なので、まあ、だから多分いろんな衆目の前で民衆の前でやると思うので、正しいんでしょうけど、だったネクロノミコンなんでネクロノミコンこんなに読みづらいんだろうな。メテオが小惑星がいやそう小惑星ぴったりだと思ってたんですけど、いざ占いのカードとして読むってなると、お前は一体何が言いたいんだってなる。確かに実際はだってこのカード見たらなんだろう、地球外生命体からの侵略みたいな感じでも見えるというか、まあ天変地異ではあるんですけど、まあでもそれでもな、小惑星に負けない守護者ですっていうのもまあありっちゃありか。どうなんだろうな。まあ、最低期間に証拠を集めて報告っていうことをダリアさんにできますか？なんかこれでもダリアさんっぽくないですよね。ジャスミンさんだったらなんかこっちでもいいかなって思うんですけど、まあ平和ですからね。でおしゃべり好きだから情報はたくさん持っておられるでしょうから、でもこれはなんか本当ダリアさんらしくさを感じないので、ダリアさんのなんかキャラクターからするとこっちかなという気はするんですけどね。はい。まあやっぱカリスマ性を求めてしまうのでね、でも兵庫県知事にはカリスマないと思うんですけど、なんで選ばれ続けてるのかちょっと分かんないな。いや人を騙してるからです。欺き。まあそうですね。欺きですね。やばいね。いやマジでも元彦の会見30秒で分かりますよ。これダメじゃんって。マジ30秒でいいからね、高市早苗の答弁と元彦の定例会見見てほしい。30秒でいいんですよ。まあでもやっぱこれっぽいですよね。そうですね。なんか一番ダリアさんらしいといえばらしい。まあ決闘の内容がちょっと心配ではあるけれども、はい。まあ正式なので、まあ言ってみますか。闇討ちって書かれてたらダメだったんですけどね。さすがにと。正式な決闘を申し込み、子分の前で自分の力を証明する。決闘？年老いた魔女たちとちょっとかわいそうかな。あなたたちの一番得意な攻撃を受けて立つって事前に伝えてあげてもいいかも。イズアルバーさんたちに真っ向から挑むってわけね。じゃない、原始的で。でやっぱね、原始的なことって結局なんでしょう、計りごとがないので、一番素直ではあるっちゃあるんですよね。社交的なアプローチからは程遠いけど、あなたらしいかもね。まさか選挙がこんなにエキサイティングなものだとはね。いやそこだけ。
うんね、ドリルでねハードディスク破壊したりとかしちゃダメですよ。はい。ねやってみる。ありがとう。とりあえずこんなところかな。役に立てたならいいんだけど。ああ、できればどちらが勝つか今の時点で知りたかったけど。これはこれで役に立った。いろいろありがとね。どういたしまして。帰る前にもう一つだけ頼みがあるんだけど。何？別の友達がベヒモスを召喚したとか？そうじゃない。私にとって重要なことの一つにエイダーナの遺体をどうするかってことがある。より多くの女性に魔女への扉を開放するというのはとても重要なことだと私は思う。だからこそ私はあなたについ最近古文に加入した魔女と会ってもらいたいの。本当に入ったばっかりでまだ名前すら持ってないんだよ。お願い、あの子をここに呼んで道を示してあげて。そうすることであなたも多様性がいかに古文を豊かにするか感じられるはず。構わないよ。いつでも来てって彼女に伝えといて。ありがとう。それでは私行くね。選挙活動のためのチーム作りをしなくちゃいけないから。またね。またね、ダリア。なるほど。嵐のようにダリアさんが過ぎ去っていき、タクスケルメント結構遅れてありがとうございます。でもまだ足りないんだよな。足りないんだけど。足りないですね。エア、圧倒的エア不足ですよ。やばいな。でもジャスミンさん、でももう約束しちゃったからどうなんでしょうね。ジャスミンさんの話聞いて今回ちょっと終わりにしますか。そうですね、さすがに。まあ時間的にもある。あなたに伝えなきゃいけないことがあるという、まあでもジャスミンさんも立候補することはなんかもうネタバレされてしまったからね。まあでも、そうだな、エイダーの遺体をでより多くの人に扉を与えるって、だから無理やりくぐれって言ってるわけじゃないのが偉いなと思って、くぐりたい人がドアノブを持ってひねればいいっていうところは正しいなっていう。まあだからなりたいとか、なんかそういう道の縁があるっていう人がなるんだろうから、まあ誰彼構わずこっちの世界に引き連れてまあだからさらうみたいな感じにはならないっていうところなんだろうから、まあ多様性というか、だから自主性を尊ぶっていう意味では正しいのかなと思ったりしましたね。じゃあちょっと最後に今日ジャスミンさんの話を聞いてみましょうか。聞きますか。こんにちは、フォルトゥーナ。悲しい知らせはあるの。どう話したらいいのかしら。エイダーナが死んだ。知ってるの？エイダーナの遺体と確かに合ってるんだけどでもまあ、どっちも。でもまあ、最低者に教えてもらってんだから、最低者に教えてもらったって言った方がいいですよね、さすがに。そうですね。一番最初はね、テアさんが教えてくださったので。じゃあまあ、自分なりに。最低者に教えてもらった。あら、そうなの？でもどうして？彼女は私の件を担当しているから知らせる必要があると思ったみたい。じゃあ採点機関はまだあなたの件について調査してるってことね。
それはよかった。でも、知らせを聞いてどう思った？まあ、ショックって、日本語ではショックってね、悲しみとか恐怖なんですけど、一応ショックって衝撃なので、まあ、まあ、嘘は言ってない。嘘は言ってない。古文から彼女がお役立って小躍りしたけど、正直ショックは受けていたよ、みたいな。いや、まあ、下は言うべきではないですよね。内心の自由はあるんですけど、口にした瞬間それはパブリックなものになるので、はい。ということで、まあ、衝撃を受けました。はい、衝撃を受けましたね。正直、ショックを受けた。そうよね。古文にとっても大きな打撃となるし、まず、最初に決めなくてはならないのは、エイダーナの遺体をどうするかということ。うん。ちょっと前にダリアが来て説明してくれた。ああ、そうなのね。要は、数は減るけど個々は強くなる道を取るか、個々は弱くなるけど数は多くなる道を取るかってこと。圧倒的に後者じゃない？って思いますけどね。支え合う前提ですけどね。はい。孤独にならなくていいんですよ。なりたい人はなっていいんですけど、人間って社会で生きてるから、一人で生きてるって言っても絶対誰か助けを借りてるわけですよ。食品作ってる人、流通させてくれる人、パッケージとか欠品してくれる人、売ってくれる人。はい。でね、全部繋がってるからナフサ不足は、どっか一個だけの大打撃に限らないんですよ。聞いてるカルビーとかの件って全然ナフサ足りてるからって鈴木くんがまたなんか言ったみたいですけど、あいつマジで米騒動の時からマジふざけてますね、ずっとね。あんな感じですもんね。嫌い。ね。あなたはどう思うの？私は彼女を処すべきだと思う。今は指導体制が変わろうとしている時期だけに、たくさんの新入りを受け入れるのは得策じゃない。新たな方針を確立したりするので、いろいろ混乱してるしね。まあ、それもわからんでもない。わからんでもないけど、でもやっぱね、新入りがいない環境がどうなるかを知っているので、風通しが悪いのがね、何が起こるかっていう話ですからね、個人的にはね。まあ、だからといって、風を取り込みすぎると、それはそれで崩壊するのも分かってるんですけど。仲間の魔女たちのためにも、私たちはこれまで以上に強くなる必要があると思う。なるほど。そこでなんだけど、私、長に立候補することにしたの。聞いたよ。やだ、こんな小さな惑星に隔離されているのに、どうしてあなたはそんなに情報通なの？どうしてだろうね。とにかく、エイダーナの指導を経てきた子分には、優しさと愛が必要だと思って。それはそう。優しさと愛があれば大体大丈夫。あと正義と勇気があれば完璧です。はい。はい。ね。あなたの占いの力も大いに役立つと思う。私に協力してくれる？でもね、とりあえず方針は聞きたい。そうですね。まずは指導方針を聞かせてくださいっていう。欲しいです。はい。ジャスミンさんのことは嫌いじゃないんだけどな。保守的だからな。そうなんですよね。ですね。フォルトゥナさんの声はどうだった？まずは、あなたの指導方針を聞かせて。そうよね。ごめんなさい。現在古文には5つの柱となる法がある。つまり、審判、処罰、禁忌、
有限生命体の扱い、魔女の務めに関してのね。審判は古文内での衝突を裁き、誰に非があるかとを決めるための規定。古文が目指す先や大きな出来事への対処方法なども決める最高部門的な要素もある。現在これはルーンの審判に委ねられている。つまりエイダーナが聞く神々の声ってことね。ダメじゃん。やっぱりそうやって決めてたんですね。ダメじゃん。独裁じゃん。本当に一人で裁くで独裁ですよ。はい。審判じゃないじゃん。本当に神々の声が聞こえてるって。いや知らねえよ。だって魔女たちにはその神が何言ってるか聞こえないでしょ。そうですね。エイダーナさんしか聞こえてないなら何でも捏造し放題じゃないですか。って思っちゃうんだよな、やっぱな。権力が嫌いだから。私は魔女の裁きを外部の力に委ねるべきではないと思う。私の提案は、古文で最も年長の4者と長の話し合いによって審判を行うというもの。最も年長か。年長だから素晴らしいってわけじゃないんだよな。小学生の方が悟ってたりすることありますからね、マジで。本当に。はい、なんで喧嘩するのそんなことでっていうことをね、子供に言われて、ってなる時があるので。つまり、あらゆる審判には、古文で最も知恵のある5人の魔女の同意が必要になるということよ。結局、じゃあその5人に対してご機嫌取りするじゃん。ってなりそうですけどね。ただ全員で話し合いももちろん派閥ができるのは分かってますよ。けど、5人の賢者たちってなると、誰にどういう貢ぎ物をすればいいかっていうのが固定するから、結局裏金とかがたくさんできそうじゃないですか。って私は思っちゃう。続いて処罰ね。現在、古文に危険をもたらした魔女は、その行為の重さに基づいた長さの流刑に処される。は？全部流刑なの？でもこれは全部流刑なんじゃないですか。だってこの前、さっきもダリアさん流刑のみって言ってたから。はい。なんか他にないの？なんで流刑にすんの？やっぱエイダーナスンダメじゃん。ダメ。これは本当にひどい手段だと思う。私の提案は、違反を犯した魔女はその重さに乗じて警告が加算され、それでも行いを改めなかった場合は、古文をやめなくてはならなくなる。まあ、これはこれで正しいっちゃ正しい。でも免許でしょ？まあそうですね。ペナルティシステムですね。何点減点。だからだからなんかあと2回やっても大丈夫みたいになるので、これはこれで怪しいかなって思っちゃったりした。いかなる魔女にもあなたのような苦しみを与えるべきではないと思うから。自分に合った新しい古文を探させる方がより人道的な解決策だと思う。いや自分の肌に合う環境を探すっていうのは大事なんですけど、追い出さなきゃいけないってなった時にそれを言うのは綺麗事すぎませんか？普段から言ってるならわかるんですけど、あなたはもう点数がいっぱい溜まっちゃったから自分の肌に合った古文を探して出て行ってねっていうのってやっぱ都合のいい流刑と変わりないでしょ？って個人的には思うんですけど、どこも受け入れてくれなかったらじゃあどうやって生きればいいんですかって話になるし、多分魔女は古文に属さないとなかなか生きるの難しいでしょ。多分そうですよね、この世界観からすると。そうだから結局そうなると、このジャスミンさんたちに追い出された落ちぶれた魔女が徒党を組んで平和を脅かしに来る可能性があるわけですよ。って思うけどな。続いて禁忌について。すなわち危険の大きい魔法や知識ね。ベヒモスの召喚やネクロマンシティ等がこれに当たる。
下手するとネクロマンシーなんですかね。パトリスさん。ああ、れしたのもしかしてパトリスのやったことってネクロマンシーの応用なのか。いやでもどうなんでしょうね。フォルトゥーナさんのやっぱり予言成就の力ってネクロマンシーではないと思うから、やっぱりね、お姉さんを魔女になってほしいって願った結果あなただけなのかな。うん。まあ一緒にいたいと思ったから復活してくれたんでしょうけど、うんまあだからあれがネクロマンシーに該当するならもうフォルトゥーナさんどんだけやらかしてるんですかねって無意識に近畿を貸しまくってますね。なんですよね。現在古文は私たちの集団に危険をもたらすと判断したものをすべて禁忌としている。そしてその方針に私も同意する。よってこれに関しては今のままでいいと思う。でもやっはいぱジャスミンさんを支持すると、エイブラマーさんに予言っていうか占った時に出した魔女とベヒモスが共存するが、共生するが難しくなりますね消えるので、はい。だからまあ禁忌とされる項目を、まあだからこう誰かの不幸や死を呪うを願うようなやつだっていうならわかるんですけど、全部このままでいいって言ってるんでしょ。補修、ジャスミンさんが悪いわけじゃないんでしょうけどね、まあ、決まりの中で生きる方が楽な方もいるっちゃいるので、それが全て悪かと言ったらそうじゃないんですけどね。はい。次は有限生命体の扱いについて。すなわち人間よ。下等生物？おい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 。これはどういう意味でおっしゃってるんでしょうか。知識とかできることとか、寿命とかに関してそれを用いてランク付け的なランクというか捉え方はもちろんあるだろうけど、下等生物ってこれ悪役が吐く言葉ですよ。そうですね。ね、ベジータが言うことでしょ。この下等生物めあーってね言っちゃう。これこういうこと言われてたのかな。わからんすけど。だから結局、だから魔女っていうものを崇高な存在だと思い込んでいる人たちがいるってことじゃないんですか。ああ、可能性はある。で多分人間のことも下等生物っつってるでしょ。多分そうですよね。だからその他のって書いてあるからいや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 って。エイダーナは有限生命体は魔女の都合に合わせて搾取可能な存在だと規定していた。私には全く好きになれない考え方よ。あ、そうなんだ。よかったよかったよかった。ああ、よかったよかったよかった。やっぱエイダーナが悪だ。やっぱエイダーナさんがダメだ。っていうか、エダーナはやっぱり下等生物って呼んでたんですね。やっぱダメですね、あの人。ジャスミンさん疑ってすいませんでした。ありがとうございます。って思ったけど。ね。いや、まあ、いわゆるそういう風に呼ばれてるけどおかしいと思うっていう、だからあれですよね、差別を止めるためにこういう差別があってって、まず説明してるってことですよね。そうですね。まあ、でもこの提示自体は、差別助長する目的とかじゃないので、これは別に間違ってはないと思う。そもそも下等生物という呼び方自体がおかしいと思うし、はい、思います。私たちには人間たちの社会を守り、導く責任があると思う。私たちには彼らの暮らしを良くする力があるのだから、それを役立てなきゃ。いや、善意で言ってるんでしょうけど、そうですね。植民地支配と何が違います？ミセスグリーンアップル許してないからな、コロンブス。マジで。植民地支配味がちょっとありますね、これは確かに。導き出し語の内容によるとは思うんですけど、結局まあ、人間側の主権を認めてないんだったら、それは植民地支配になっちゃうので、
まあ今までエイダーナはね勝手に第三次世界大戦を起こしてたってしてたから論外なんですけどそう論外中の論外だけど、まあ、魔女がその存在を明かした上でね、いやあなたたちは支配させていただくんでよろしくみたいなこと言うのもそれはそれでやばいですよねまあ人間は確かに今環境で苦労してるっていう地球がね滅びそうになってっていう設定なので、そこをなんとかするのは確かにできるのかもしれないですけど、そうホワイトナイトっぽいですよねそれはまずいだろっていういやウルトラマンもそうなんですよ。あの人たち地球守ってくれてるし地球人のこと愛してくれてるけど、地球人とは別の断りで生きてるのでね、あの人たち。そうですね。だからそう地球人からすると神様に近いわけなんですよ。で、ウルトラマンたちからすると刹那の瞬間しか生きられない人間っていうのはそう守らねばならない存在みたいなところなんですけど、そこがやっぱずれてるんですよね。っていうところをもしかしてゾフィーとか好きだったりしませんかどうなんですかいややばいですね。いや弟がね隊員殺しちゃったからしょうがないからって命与えてで、はい、代わりの新しい命持ってきてよってするねゾフィー兄さんね。でもセブンにはねゾフィーなんかいいよって言われるのねゾフィー兄さん。いやでも本当に地球を逆にですよ、地球の環境をぶっ壊してるのは人間なので地球を守る方がいいと思う。そうですね。地球生命体の代表として、その環境破壊をやめてくれっていうのはいいと思いますけど。だから人間が破壊していく旗から動物たちを守るためっていう、それなら筋は通ると思いますけどね。かな。だから人間の暮らしをだから魔法ですると、一応環境を破壊しなくて済むじゃないですか。工場とかの工場排水とか流さなくて良くなったりとか、山を切り開いたり自然を潰したりしなくて良くなったら地球が守られるって考えたらそうだけど、でもな結局あなたたちと違う私たちは魔女ですと。であなたたちを守り導く力を持ってるからいつでも頼ってねって言うと結局メシアと同じになっちゃうでしょ。崇拝されるだけだと思うので、そうですね。結局はやっぱ危うい動物とか地球の味方をしますとかだったら全然いいんですけど、人間はむしろね、地球を蝕む敵なのでっては思ってるんですけどね。そうですよ、我々寄生獣なので、そうだからやっぱちょっと危ないな。やっぱ無邪気にこう言うから怖いんですよ。だから今のカジュアル報酬っていうかカジュアルに高市さんって言っちゃってる人たちこんな感じなんだろうかって思うとやっぱちょっとここまで全員には満ちてないだろうな、さすがにさすがに魔女の務め聞くの怖いなどう思ってるんだろう。最後に魔女の務め、みんなが子分のために何をすべきかということね。現在は悪名高いノルマ制度が採用されていて、ノルマを達成できなかった魔女はやがて子分から追い出されることになる。私はこういうやり方で行動を監視するようなことはやめさせる。個々の魔女は常に自発的に子分のために努力してくれるものと信じてね。性善説は私も大好き。大好きだよ。大好き。子分への貢献は個々のペースと判断で行われるべきだと思うから。それからエイダーナの遺体をどうするかという問題もあるわね。私は私たちで遺体を食してより強くなるべきだと思う。そんなところかしらね。どう思う？どう思う？ごめんなさいね。再々言いました。まさかいや多分ですけどダリアさんの話聞いてる時の倍ぐらいの時間かけて怒ってるんですけどただねこれねジャスミンさんが悪いわけじゃないんですよ。全部ジャスミンさんだけが悪いんじゃないんですよね。
うん言ってることは一部理にかなってるところもあるけど、いや多分結局コルンが長年累積こういう方針で来たから、ジャスミンさん的にはこれが当然でしょって、ダリアは過激すぎるっていう多分感じになるんだと思うんですけど、まあでも我々のやっぱり感覚からするとあまりに民主主義からかけ離れてるし、中性すぎだろってなるので。そうなんですよね。だから結局ノルマのせいでできなかった人が追放されてるけどひどいって言ってたけど、処罰が重なったら追放するって言ってんじゃん。変わってないじゃん。逆に悪人を外に出さずに自分たちの子分の中で贖罪させる方が正しいんじゃないんですかってなっちゃうので、怪獣墓場でも作るつもりなんですかって話になるじゃないですか。まあでもやっぱり一番同意できないのは、まあ近畿が結局エブラマさんのこと考えたらやっぱり近畿に同意するわけにいかないっていうのと、あとまあ審判がね、あまりにその後見者による審判では結局エイダーナ支配と大して変わらないですから。そうなんですよ。だからまずいですよね。やっぱ、裁判官信任案とかのね、あれ全部罰書いてるんですけど、だから結局そういうことですよね。だから良くないと思う。結局今の体制をほとんど変えない、優しくそう愛と優しさが必要って言ってるけどないじゃん。いやあるんだろうけどずれてる。でやっぱマイノリティ本当は多分力強いキャラクターが逆に、もうちょっと過激なこと言ってるっていう感じで逆のイメージな感じもしなくもないんですけど、ダリアさんって明らかにその地球的な価値観から見てマイノリティ性持っておられるじゃないですか。見た目はアフリカンルーツっぽい感じの、ブレイズをして肌が黒くて、であとタトゥーを入れておられる、っていうところと対比してジャスミンさんって典型的な白人の姿じゃないですか。金髪で肌が白い、わざとっていうところのだからわざとだろうなと思ってて、白人保守とやっぱその虐げられてきたであろう属性の、魔女としてはどうかともかく我々側の世界では長らく苦しい思いを不条理にさせられてきた方のようなルーツを組んだキャラクターデザインをしたキャラクターにああいうふうに多様性を考えさせる話し合いっていう全ての人に主権があるっていうのってすごい大事だと思うんだよな。でこれ協力するよって言ったらどうなるんですかね。言わないけどね、さすがに不誠実だから。どうなるんでしょうかね。二重にどちらも裏切るような感じになっちゃうんですかね。さすがにそれは言えないですよね。でも悪いけどっていうよりかは、ダリアさんに協力するからって言った方が正直だし、実際ダリアさんの方がいいと思うから。いやだからどっちなんでしょう。悪いけどできない。先にジャスミンさん呼んでたらこれかなり嫌な選択肢になってましたね。断るしかなくなってたから。無理ってなっちゃうとこだった。でもできない何したらちゃんと政策を批判してくれるんですかね。どうなんだろう。でも真正面から敵対するとな、それもそれでどうなのかなっていう気もしますけど。そうなんですよ。ジャスミンさんも大事な友人だからな。いやでも友人だからこそできないって言われても、責めたり嫌いになっちゃいけないと思うんだけどな。そうですね。そう、難しいですよね。悪いけどできないな。だってこの考えに賛同できないっていう方が正しいのか、ダリアに協力するって約束しちゃったからごめんねがいいのか、悩ましいですね、これね。ニュアンス的にはどっちも一緒なんですけど、ゲームの選択的には違うので、どうなるんだ？どうなるんですかね。ダリアに協力するって、同じ意味的には協力しないっていう方向なので、とりあえずね、協力はしてないっていうことで、ダリアさんの話をしてもいいのかな。もう協力するってだって言ってますからね、我々。はい。そうなんですよね。もうダリアに協力するって約束しちゃったから。本当に？
さか、ダリアもあなたに頼んでたなんて知らなくて、ごめんなさい。いや、謝る必要はない。それは大丈夫。ただ、あなたの制作版もうちょっと変えてほしい。あなた自体が悪人ではないので、ぜひ、だって T クラフトでいろんな方を癒してるジャスミンさん素敵だと思うので、そうですね。そういう方向で行ってほしい。だから逆にでもそうやって誰かを癒すためには、権力と立ち向かわなきゃいけないんですよ。うん権力が苦しめてるわけなので。うんでもジャスミンさん弱い人じゃない。か弱く描かれるじゃないですか、こういうキャラクターって。でもすごく話聞いてる限り、芯が強くちゃんと描かれてるので、うんやっぱ、そうね、ジャスミンさん、ちょっとあなたには別角度から頑張っていただきたい。難しいな、言葉にするの。約束したならそれを守るべきだと思うから、これ以上は言わないわ。でも、あなたの支持を得るのは諦めたわけじゃないから。投票日まではまだ時間があるわけだしね。実は、ねえ、よかったら私が紹介する魔女と会ってみない？彼女と話せば、私の方針への理解が深まるかも。あんまり深まらない気がする。あ、巡礼者。また巡礼者来たよ。巡礼者っていう、数学者の魔女なの。あ、本当に出てくるんだ、このキャラクター。ね、いました今、ね。前に名前だけ出てくれました。会話でしたっけ？それともフィクションでした。インタラクティブフィクションでしたっけ？あれ、どっちだったっけ？インタラクティブフィクションの方が出てきたのか、小説の方で出てきたのかな？で、数学者のそうですよね、魔女っていう人がいるっていう話は出てきてました。かな？話で出てきたのは多分ルイーズさん。ルイーズさん、グレーテさんかな？もしかすると。彼女も私たちはエイダーナを吸収してより強くなるべきだと考えてる。エイダーナがいなくなった今、巡礼者は私たちの古墳でも特に高齢で賢い魔女の一人よ。高齢かどうかはね、格には関係ないんだ。ですけどね。年の子は存在しないと私は人生で学んだので、はい。まあ、賢いかどうかはね、また、それは素晴らしいことだと思いますけど、まあ、賢くないからといってダメなわけではもちろんないですが、でも、高齢だから素晴らしいっていう風な、なんか、帰結というか、並列に並べるのはもう、ちょっと難しいかな。私たちがなぜ遺体を吸収するべきなのか、彼女ならしっかりと説明してくれるはず。でもあなたが説明できないんだったらやめた方がいいんじゃないですかね、それ。自分で説明できない高市早苗さんという人がいるんですけど、ね。まあでもそうなるから本当に議論したら喧嘩になりそうだしな。ね、いやまあそれはなんか政治よくあるで、友達と意見が合わないという今現象を見せつけられているんですけど、心が痛い。そうですね。私もだいぶ、そうですね。多分私一人だけ多分リア友に一人だけしか話ができないので、やっぱ他はね、割と体制に巻き込まれてるので、なかなか話ができないのが辛いんですけど、ね、でもやっぱ友情と正義どっちを取るのかって言われた時、やっぱさすがに私でも選べないです。辛いです。そうですね。よっぽどすごい難しいですね、本当に。いや、だからこそやっぱタブーじゃなくて、きちんと正当な議論ができる、国民間の倫理をね、きちんと育てるべきだと思うんですけど、ね。いいよ。じゃあ、ここに来るように伝えといて。それじゃあ、私はそろそろ行くね。候補者として他にも会うべき人がたくさんいるから。またね。頑張って。そして、で、あれか、やっぱ、そう、多分、受けた方から質問されるんでしょうね。多分、賛同した方から。
あはは、政治の嵐が吹き荒れているようだな。いや、そうだね。収まって。喜べ、フォルトゥーナ。これはこの上ない状況だぞ。我々が文字通り持てるカードを駆使するためのな。はっ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 は。そうね。下手すると大やけどしそうだけど。お前は政治についてどう思う？それを聞くのか。うん。煩わしいは煩わしいですよ。うん、差別主義者がいるせいでね。あいつらがいなかったらね、真ん中でいいんですけど、神谷宗平とかいうやつとか、高市早苗とか小泉とか鈴木とか茂木とかなんかあの辺が、っていうか麻生くんがまだいる時点でね、まあでも議論、どう答えればいいんでしょうね。まあ議論するのは好きだから別に議論は好きで別に私はいいのかなと思うんですけど。はい。真ん中でいきましょう。政治について議論するのは好きだよ。おう。なら200年の退屈を吹き飛ばす良い機会が訪れたというわけか。そうね。それで、お前は今回の選挙に対してどういうスタンスを取るつもりだ？なぜダリアに協力しようと思った？まあ、ダリアの方針の方がいいですよね。魅力的な。ジャスミンさんが強くないわけじゃないんですよ。強さが足りないわけじゃないですよね。うん。だって方針の方がいいでしょ、だって。だってあなたを守るためでもあるんですよ、エブラマさん。いや、そう。うん。なのでまあ、そこは方針でいきますか。長としてはどっちもきっと魅力的なのは間違いないんですよ。ただ方策としてはまあ多分反対派勢力は起こらないだろうから、ジャスミンさんにすれば、だからまあ丸く収まるんだけど、でもダリアさんにするべきだと思いますよね。やっぱ変革の時を迎えているならできる限り血を流さずに、そうですね、改革される方がいいです。多分一度ダリアさんがあの方針出してしまったら途中で変えられなくなると思うんですよね、そう簡単には。そうですね。閣議決定をね、簡単に使えるわけじゃないので、そう日本みたいにね。ダリアの方針の方がいいと思ったから。3人の間で多少の摩擦は生じるかもしれないけど、理解してもらうしかない。古文の未来ってのは重要事項だから。私のスタンスを尊重できないようであれば、そもそも長に向いてないと思うし。確かにな。ところで一つ気になったことがあるのだが、なぜ自分の占いの本質を友人たちに伝えなかった？お前が読み手ではなく書き手であることを。それは怖かったから。彼女たちがどう反応するか。そして自分自身のことも恐れている。この新しく発覚した能力の意味と、それをどう扱うべきかを、私はまだ完全に把握していない。自分自身は何も変わった気がしないけど、プレッシャーがものすごく大きくなった。なるほど。私も恐ろしい。だが私はお前の味方だ。お前がこの状況を歩むために協力する。恐ろしいだけに、私を味方につけておきたい？何を言うか。とはいえ、前にも言ったように、私を真に恐怖させるものと出会ったのは初めてだ。私がこれまでに経た、あまたの生を通してな。だが私はこの感覚を楽しみつつある。生きている実感とでも言おうか。私にもその感性を分けてもらいたいものだわ。カードを使って勇気を引き出せばよいではないか。これは上一択ですね。そうですね。
いや、カード引きたいし、まあ、ただ、はい。そう、ただ、ゲーム的にやばいカードが出てこられると、すいませんでした、許してくださいってなるんですけど、まあ、ただ、私であったら引きますね、自分で。そうね。自分のためにカード引いてみるか。あれですかね、ジャスミンさんに一応協力するにしたらカード引かせてもらえたんですかね。けど絶対ごちゃごちゃしますよね。そうですね。多分聞かせてもらえたんだろうけど、それはそれで、どっちの占いの結果があれなのかも関係するし、イタリアさんを逆に裏切ってるので、まあ大変なことになったかもしれないですね。そうですね。ジャスミンさんのことも裏切ってるってことになるので、やっぱ、それはちょっとできなかったですね。まあ、待て。私は冗談で言っただけだ。こいつは危険が大きすぎる。火の魔力に満ちたカードを引いて、状況が悪化したらどうする？でもデッキを恐れてたら占い師なんてやれないんじゃないですか。いや、それはそうなんですよ。デッキとは対等でいなきゃいけないんですよ。本当デッキによって違うんですよね。なんかすごくやんわり伝えてくるっていうか、のと、あと詩的な、すごいポエマーな感じだったり、キラキラしてるくせにすげえなんかもうド直球に鋭いことバーンって、いや、こうだろみたいな感じのこと言ってきたりだとかってするので、いや、お前ふざけんなよ。もっとわかりやすく言えみたいな感じでこう、喧嘩しながらカード引いたりとか、読んだりとかもするので、そう、だからデッキに恐れたりっていうか、だからデッキ側に主導権握られると、だからこう、やっぱ信託を受けるみたいな感覚になっちゃうんですよ。あくまで自分が主体的にやってるってことを忘れちゃうので、ただあれですよね、フォルトゥーナさん確か火の魔力扱うのが得意なんでしたっけ？確か。だから火が出やすいのかな。それもあるかもですね。まあ、デッキを恐れてたらですね。それはそう。デッキを恐れてたら占い師なんてやれないでしょ？結果が恐ろしくないのか。恐ろしい。けど、恐怖に行動を束縛されてたら、そもそもあなたを召喚なんてしてないし。まあ、確かにな。では、何について聞くつもりだ？質問ってより、これは要望かな。デッキが私の意思に従うように要求してみる。どうせこれを使い続けるんだったら、飼いならした方がいいでしょ？今こそ白旗ください。すいません、参りましたって言ってください。全く大した娘だな。お前のこの賭けがどう転ぶか見てみるとしよう。何が出るか。作ってないぞ、このカード。何それ？宇宙の輪は存在のひだを縫うように永遠に回り続け、その内部には未だ定義されていないあらゆる現実のかけらが収納されている。すべての象徴。作ってないぞ。ゼロ番のカードだぞ、しかも。なんだこれ、イベントってことか。0番ということはタロットでは愚者に相当するカードなんですね。ザ・フール。はい。ですね、そうですね。なので、真っ白で何の計画もないっていうカードなんですよ。で、行き当たりばったりっていうか、でも夢見て歩いてってるっていう。ただ目の前、てかすぐ足元は崖だから、気をつけないと落ちるよって犬が教えてくれてる。で、白いバラを持ってるんですけど、だから白いキャンパスに何でもかけるっていう意味らしいんです、あれ。まだ何にも染まってない若い出発、希望に満ちているっていうのがフールなんですけど、これはどっちかっていうとなんかそれこそウェール・オブ・フォーチュンっぽいですね。運命の輪っぽいんですけど。見てみますか。誰これ入れたの？そして一つしか選ばせてくれない。本当だ。宇宙の輪は1枚のカードとして実体化することを選択した。これにより私は可能性のある全ての過去あるいは未来の形を思い描くことができる。マジで？フォルトゥーナさんはどうしたいんですか？これ。あくまでカードから読み取っ
たものをうん口にするっていうところから、あなたがそうしたいように読めばいいっていうのは、だからもう占い師じゃないんですよ、それって。預言者ですよね。文字通りうの。ん。うん。歴史修正主義者なんですよ。うん。今まではまあ、なんでしょうかね、自覚がなかったからともかくとして、意地悪すぎますね。意地悪すぎるな、このカード。確かに。だからで、これはあれでしょ多分、だからフォルトゥーナさんが覗いてるっていうか、カードを通して見ている、宇宙の輪がこれってことですよね。が、そうですねフォルトゥーナさんが、お前を私は支配するから覚悟決まったがって聞いたら、はい、私はいつでもあなたの問いにお答えしますでございますみたいな感じで出てきたってことでしょ。飼いならせてるとも取れるし、バカにされてるとも取れるんですよ。ああ、なるほど。で、逆にバカにされてるっていうか、お前はただ我々の思うがままに予言すればいいみたいな。宇宙の輪っては言うけど、これすらも、お前が言ってることすらもこっちは想定済みなんだよみたいな。だからなんかみんなお前のせいって言うけど、実際私たちのせいなんだ、ははは、だがお前がヘイトを受けてくれてるから大丈夫ですみたいな感じにも読める。どう読めばいいんだお前。なんだろうな。非常になんひどい。か極端なカードが出ましたね。宇宙の輪は一枚のカードとして実体化することを選択した。これにより私は可能性のあるすべての過去、または未来の形を思い描くことができる。ははははははは。お前は自らの意志のみで宇宙の輪を召喚したということか？ははははは。ゾクゾクするな。やめてよ。で、それはどのように機能するのだ？このカードは今後私のデッキに加わる。もし私がこれを引くことができれば、問いに対して存在し得るすべての選択肢の中から答えを選べるようになる。なら、まだ運の要素は残されているということか。やっぱ運命の輪っぽいし、運だと何になるんだろうな。運の要素がなくなったら、占いなんて退屈でしょ。あなた意外に保守的なのね。ははははは。かもしれんな。素晴らしいではないか。エアーは嬉しいけど、なんか、このカードの持つ、なんか悪意性を見てしまったような気がする。だから結局フォルトゥーナさんのことすらも、もてあそんで楽しんでるように見えてしまう。貸し付いているというよりかは、やっぱそういう風に見えちゃうかな。どうなんだろうな。複雑ですね。お前はいつだって私を驚かせる。楽しんでもらえて何よりだわ。楽しみといえば手紙が届いているようだな。あ、本当だ。宇宙の輪のあれがフラグが解けました。そして3人ぐらい来てない？ 3 人来てますね。はい。なんだ？よ、フォルトゥーナ。前に話した新入りの件だけど、あんたと会う準備ができたよ。彼女はまだ使い魔を持っていないから代わりに私が連絡したってわけ。そっちに彼女をよこすから都合のいい時を呼んでちょうだい。イタリアさんの、新人さんですね。ですね。じゃない。これはなんだ？魔女フォルトゥーナへ同僚であるジャスミンより頼まれた。ソナタとエイダーナを吸収して強くなることのメリットを伝えるようにと言われた。これは重要な事柄であるゆえ、訪問可能な時期を可能な限り早く知らせたし、巡礼者。いや、あんまり会いたくないですね。なんかね、誰かから技を盗むとかってあるじゃない。師匠の技を盗みなさいとか、はい、弟子が死を超えることが死の一番の喜びだみたいなの、あるけど、その力を物理的に吸収してどうするっていう。悪い知らせをお伝えするのは非常に心苦しいのですが、あなたの友人であるグレーテについてお話ししたいことがございます。よろしくお願いいたします。テア、最低者番号210。ちょっと待ってや。おい。マジか。グレーテさんの件バレちゃったのかな？もしかしてバレてるかもしれないですね。わお。
ちょっと待って、テアさんを呼びたくないぞ。テアさんを呼びたくないし、巡礼者もあんまり来てほしくない。でも全員呼ぶしかないよな、これ。ということそうでで、すはい、ということでですね、はい、占い師ユイと読む追放魔女のタロットゲーム、コズミックホイールシスターフット第4回、本日いかがでしたでしょうか。ということで、なんかすごい勢いでストーリーが進みましたね。まあ、エイダーナさん死亡という、まあ、ちょっと大きなイベントがあり、そしてダリア対ジャスミンという感じになってしまいましたが、まあなんかね、ダリアさんの味方もしたいし、ジャスミンさんのなんかね、味方の人もなだめすかさなきゃいけないのに、テアさんはなんか悪い知らせを持ってくるという、いやいやいや、どうすればいいんだ、これ。しかもグレーテさんでしょ。でもどうすりゃいいんだろう。なんだろう、ただですよ、そういうことはですよ、グレーテさん、フォルトゥーナも召喚してるっていう、密告はしてないんでしょ。多分自分がバレたけど、それだけで黙ってるんでしょ。可能性はありますね。偉いな。いや、偉いっていうか、まあ普通なんですけど、でももう、だからやっぱグレーテさんを救うには、ダリアさんに長になってもらわないと困るんですよね。まあそうですね。だからまあダリアさんを支援するのも必要だし、まあ巡礼者をなんとかしなきゃいけないしね、テアさんのことも気になるし、まあその辺ちょっと呼ぶ順番とかもね、慎重に決めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ゲームが、ゲームオーバーにしないように、ちょっとだんだん怖くなってきたけど、はい。いや、このゲームはゲームオーバーっていうか、そのアクションゲーム的なゲームオーバーはないんだろうけど、我々的にはね、やっぱりダリアさんに選挙で勝ってもらわないといけないっていうちょっと状況に陥ってるので、まあそれをミスると多分ジャスミンさんエンドか悪い我がまあ追放されるみたいな最悪展開になるから、まあそれは避けたいですよね。エイブラマーさんも助けてあげたいし。まあそんな感じでちょっと頑張っていきたいと思います。いきます。巡礼者さんってあれですかね、漢字にする巡礼者じゃなくて、中国系の名前だったりします？巡礼者とか。そういう感じなのかな。まあわかんないですけどうなのかなと思って。中国出身数学者だったらまあ確かになんかいや別になんかね支配のためだったら別に人とか殺しても構わんだろみたいな主義の人の可能性も、いや古代はみんなどこもそんな感じですからね。はい。そうですね。時代だとやっぱそういう風になっちゃうからな。まあちょっとその辺も頑張って対決していきましょう。恐ろしい人たちには。はい。ということでですね、おつからすで戦争、虐殺、差別、あらゆる加害に反対しますということで、引き続き、ですね、使われた黒ワルツとして、土曜日9時から実況していきたいと思いますので、チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。お願いします。はい。音羽の風花さんもいつもありがとうございます。またよろしくお願いします。はい、こんばんもどうぞ。はい、ありがとうございました。また次回もお待ちしております。はい。ということで、まあ次何もなければ、5月23日かな、実況したいと思いますんで、よろしくお願いいたします。はい。ということで、お疲れ様でした。スタンプもありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。おやすみなさいませ。はい、おやすみなさいませ。